よ、やるぞ、こんばんは。ましょう。こんばんはです。いや、今日遅かったっす。遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。報告入る気がする。あと5分後、報告だ。で、進めて、進めるというか、始めようかと思うんです。え、え、え、出てなくて。今日はですね、青鬼やろうと思ってまして、真相編をプレイっていうのがあるから、これをやってみようかなって思ってますね。ほんで、エンディングリストっていうのがある。1、3、4、5、全部で8で1個しか割ってないから、あと 7？ 6、あと7もあるみたい。こんにゃら、はい、デルタさんこんばんは。遅くなってしまってすいません。はいじゃあ、はい。というわけでですね、真相編をプレイというものをちょっとやってみたいと思う。どういうものかもよく分かっておらぬ。やってみようかと思っておる。では行ってまいる。行くぞ。真相編。これ、青ちゃん青っていうものかな、そういえば。いってらいってら、行ってきます。愛ちゃんか。これ、愛ちゃんか。愛ちゃんだね。愛ちゃん。真相編らしいのでやってみようと思います。初めから。本シナリオプレスマに本編シナリオクリアをおすすめします。このまま開始してもよろしいですか？はい。え、どういう感じなん？どういう感じ？少女、愛は気がつくと、見知らぬ部屋で目が覚めた。目覚めた少女っていう、なんつうの、トロフィーみたいな。あ、ここはどこ？愛ちゃんを動かす。あれミカはミカちゃんって結局、マジの友達なのかな？ミカはどこ？え、とにかく外に出なくっちゃ。どうやってやってたっけ？あ、やべえ、竹棒。安心と信頼の竹ボックス。なんかすごいベッド汚いね。ベッドだけど、こんな汚いベッドで寝かされてても全然休まる気しないな。ました。なんか最初の館、あミカちゃんがそんなガタガタ言わせか？え、始まってるもん。って耳しかイヤホンつけてなかったし、両耳つけるわ。開かない。うん。ええ
45日連続視聴中ありがとうございます。毎日ありがとう。速攻なんだけど。セーブ速の忘れてた。最悪だ。こっから始まった。速攻セーブしなきゃいけないんだ。忘れてた。いかんいかん。まあ、学生さんでもあんのか。でもさ、逃げるとこないしね。あ、野崎さんいらっしゃい。逃げるとこなくね？逃げるとこなくねこれ。どうやって逃げんの？いや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 、逃げるとこなくね？巻くしかないってこと？やばい！いやでもなんか、あれイージーだぞ、この青鬼。生存本能初級、青鬼の追跡を累計1回やり過ごすっていう、なんかまた、何やこの展開。いや、ほんとだね。なんか、青鬼楽ちんじゃなかった今、避けるの。もっとなんか、迫ってくるよね。あんな狭い空間で、あんな避けれるか？古びた青い玉を、玉じゃない、青い石を手に入れた。で、この展開、いや、ニボさんいらっしゃい。なんか、真相編っていうのをやっておりますね。これあれだ。なんかこけしの頭みたいな。なんか、人形の頭だ。あれ？うわー！出るやん、出るやん、出るやん。めっちゃ出ますやん。で、ここは一旦やり過ごす。なんか、愛ちゃんの真相編なんかやってますけど、隙間なんか青い気がするな。やだな。とかどういうことになってるかだよね。愛ちゃんが結局青鬼になっちゃったのかわかんないけどみたいなエンディングでこないだは終わったから、あとなんか青鬼って結局なんやねんみたいな話とかになるのかなーって思ってるけど、まあわからんけど、もともとの屋敷みたいな感じだねこれ。古びた赤い石。なんかもともとの屋敷みたいなところに来てるよね愛ちゃんこれな。朽ちた人形の頭。懐かしいねこの朽ちた人形の頭とか。朽ちてるってどういうことだろうね。なんかほんとどっかで出てくるのがもうほんまやな。懐かしいすらある。懐かしさすら。連絡する相手いないんだった。なんでやねん。これ懐かしいよね。待って待って待って、ちょっとなんか動き遅い。逃げれなかった。急に背後から来るのおかしくないですかね。なんかおかしくない？何もしてないの出てきたんだけど、あれなんだろうこの感じ。前にも記憶が。携帯電話手に入れた。携帯電話なんでこんなところに？誰の携帯なんだろう。ブルーベリー温泉だって。この青い温泉の何か気持ち悪い。イージー青鬼の奥の手初見殺し。ほんまやな。あいつ初見殺しだけや。本当に急に出てきてわーみたいな。戻れなくなっちゃった。開かない。壊れてる。頭ここに戻せばいけるんだ。開くんだろうけど、また知らない部屋。早くミカを見つけて。そうで、なんでミカちゃん探してるんだろう。なんでミカちゃん探してるんだろうね。ミカちゃんとの関係全然わかんなくない？なんか今日うち操作下手くそかも。ここは多分2人じゃないと動かせなくて。暗い。怖い。
か一旦スルーで、この辺なんもない。そろそろ出てくるよ。出てくる、そろそろ。囚われの探求者初級累計500本となんとかこんなかって連絡はできない。あ、確かに気にしなかった。すいません、君はどこから入ってきた？ほんまやな。ここはどこですか？ここは危険だ、早く帰りなさい。早くね。ごめんなさい。かわいそう。やつは危険だ。ひとまずここに隠れていなさい。うわー、押し込まれた。もうから出して、お願い。怖すぎる。すまない、後で必ず助けに来る。真相怪しい男でプレーを開始する。怪しい男って動かなきゃいけなかったみたい。じゃあやだ、ちょっともう。どういうこと？かかってる。この暗い部屋探したらなんかあんのかな？なんか進めてる。あれ、やばい。携帯電話とかこれ電気できるのかな？使えないわ。戻れなくなっちゃった。戻れなくなっちゃった。やばい。戻れなくなっちゃった。やばい。戻れなくなっちゃった。戻れなくなっちゃった。戻れた。危な。何もなかったということにしたい。でまた怒られて、以下は連絡する相手ではないと。確かにそうだよね。そういうことになっちゃうよな。隠れてろ。で動く。この先に用はないはずだ。もうちょっと待って。やばい、足遅い。負けた。怪しい男。この人たちの動かせるんだ。何これ。2階カードキーエレベーターで使えそうだ。この先に用はないはずだ。何があったんだっけ、この先って。ザーコ。本当だよ。行けよ。まだ化け物がうろついてる。ことを済ませたら帰ってこいよ。ことということはなんだ。こういけるってことやな。ライター持ってたんでこの人。いけた。なんもないな。電気でもないしな。何の部屋なん、ここは。一人じゃ動かせません。特に何もありません。うわもう最悪だよ。びっくりした。お前そこで出てきたら逃げられへんやろがい。誠に遺憾なんだけども。誠に遺憾だが。それにしてはあの子は一体何者なんだ。とにかく邪魔はされたから今のうちにことを進めなくては。洞窟の封印を解く必要もあるのだが、まずは3階のあれの回収が優先だな。3階に行けって話をしてるみたいね。そうか。こいつほんとだよ。3階行けって言ったのに2階に行くからね、私は。
2階って今いるとこなのかな。ないよね。あ、違うわ。用ない階とか先に来ても意味ないんか。うわー、びっくりした。あ、ここね。なんか今日鳥肌立つ、すごい青鬼やってたら。うお、すごい鳥肌立つ。怖いのかも私。すごい鳥肌立つ。ゾワゾワする。落盤で塞がってしまったか。少しだけ泊まりがレストランの迂回路を使うしかないか。なんか探索全然できないこの人。食らってんじゃねえよ、ほんまよ。でもすごいゾワゾワする。びっくりした。いや、なんか簡単かも、この青鬼。青鬼の追跡を累計5回過ごす生存本能5級。なんか勝手にどんどん、なんつうの、出てくるじゃん。なんつうのあれ、トロフィーみたいな。すっごい頻度で、ほんでね、めっちゃすごい頻度で出てくるわ。でもなんか避けるのはめちゃくちゃ簡単なんだけど、なんでだろう。4階何回行った？ 4 ってもともといた部屋か。ちょっと待って、間違った。階段使えない。3階行きます。めっちゃ出てくるけど別になんだよな。なんかうわ、びっくりした。歩くのそんなに速いわけじゃない気がする。なんか怖いんだけど。うわ最悪だ。おいマジふざけんな。用がなくても青鬼から避けるために部屋入れよわ、ほかはこいつ寝ぼけたこと言ってんじゃねえぞマジで。何言ってんだおめえ。この部屋には用あるんか、逆に聞くけど。ねえやろはハンガー取りに来たんかお前。謎。これまたあれか。ノート出します。目の数かな。目の数かな。ノートの左側って書きにくくない？目の数が真ん中の部屋が4つ。なんか5と8って書いてるのもある。なんかよくわかんない。こっちの目の数は1個だった。こっちでも用ないから入れないんだよな。謎じゃね。13って書いてる。わかんないね。鳥居の数とか関係するのかな。縦書きの国語のノートのが書きにくい。まあ確かにね。国語のノートってもう使わなくない？マス目あるやつ。鍵が開いている？ベッドも動いている。まさか侵入者か。これあれか？ニョラシかな。なんか私ノートの右側しかほとんど使わないけど、左側なんか306号室か元々がやはり誰かいる。お、ニュラシだ。
なんか左側、ノートの左側ね、なんか余しがちな気がする。なんでだろう。もったいないんだけどさ。使ってるけど今。この人は閉じ込められてたの入ってたのなんかもともとここにいた人かな。本、本、本物の右から左読んでいくじゃん。あれ読みにくいってずっと思ってる。確かに。本もね、確かにね。なんかあるよな、それ。ミュラシじゃん。このところで何をしてるんだ。人を探しているうちにここまで来てしまいました。私と同年代の学生見ませんでしたか。うるさい、早く立ち去れ、立ち去れ、立ち去れ。ここはまともじゃない。理屈じゃないんだ。なんでお前一緒に行かないんだよ。学生の俳句探索が夜によってこの肝心な時に洞窟の入り口は封印してあるがうろうろされては厄介だな。確かに。中で物音がする。まだ入るのやめておこう。何掃除してるのニョラ。ニョラシなんかほうき入ってるみたいな音してけど掃除してるもしかして邪魔しちゃいけないね。掃除の邪魔しちゃいけないから貼ろう。いや、本当だよ。いたんだから一緒に行けばいいの。12345一緒に行きゃいいのにな。危険だから一緒に行こうとか言えばいいのに。立ち去れとか言って。わけわかんねえ。みんなまあ、竹棒には入るんやな、竹棒には。うわおい、ふざけんじゃねえぞ。お前、それ避けれるかよ、それはよ。はふざけてるだろ、今のは。さすがにだけど。意味わかんないとこ出てくんのよ。で、今、どこだと思う。ここから出てきたんだよ、ここから、急に。避けられないでしょ。じゃあ何それ。どういうことや。あの子が閉じ込められたままやぞ。そうだよ。ニュルクがまた知らない王にやってる。インヘリさんいらっしゃい。これね、真相編ですね。真相編みたい。5、4、1。謎の包みを手に入れた。ダイナマイトなハニー。でもいいんじゃない。愛が溢れてる。だったら、今ダイナマイトでしょ、絶対。どういう仕組みやねん、ほんまやな。インヘリさん、お久しぶりやん。お久しぶりやん、それ。爆破するニャーシのこと。いない。うわ、またいなまーい。ゴキブリいる。謎にはみ出しすぎ、本当にな。例の物です。大切なものが入っている。使用できんのかい。お久しぶりブリブリブリ元気にブリブリ言っちゃうね。どこに行けっていうのか。バチャサースン。危ね。今の子ってスマップ知らないらしいよ。ガチで言ってるそれ。渾身のダイナマイトナーハーに言ってるのに知らんのこれ。マジかよ。スマップはどの年代でも知ってるものだと思ってたよ。国民的アイドルだったんだから。なんかね、この青鬼はね、いつものニョラシー以外のキャラクターもなんか動かせるみたい。謎解きは今のところ簡単ですね。どこに行けばいいんだろう。どこ行けばいいんだろ
ほら今の子知らないみたい。そうなんだね。でもさ、お父さんとかお母さんの世代とかだったら知ってんじゃないのかな。どうしよう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 一生縮まらない距離なんか恋愛みたいだね。縮まらない距離なんてなんか片思いしている恋愛みたい。キャーそがよ、ふざけんじゃねえマジで。よし来たあんだけ歩かせたら疲れて青にいなくなるんで。ここで使うのかな。使えないって言われちゃった。マジ用ない用ないって言うけどさ、用がなくても行けよマジで。ほんとこいつ意味わかんねえ。世界に一つだけのそうですね。スマップはオレンジと夜空の向こうしか知らん。スマップっていう不祥事が絶えないグループのことですよね。かっこ全員犯罪者だからね。全員じゃないでしょ。全員はなんか違くない？キムタクは別に名前やってないやろ。キムタクとキムタクと誰だ？別に全員じゃなくね？だからそれめちゃくちゃ語弊悪くね？全員ではなくね？別に全員じゃないよね。別にキムタクやってなくねとか言ったけど、別に五郎ちゃんとかもやってないよな。別にそれは別にさ、なんか交通事故を起こすことも悪くない？なんかそういう不祥事。そんなことしたの？てかさ、出過ぎじゃない？ねえ、青鬼出過ぎじゃない？しつこいガチでしつこい。意味わかんない。こんな出てこなくていい別に。こんな出てこなくてよくない？なんかそんなに私に会いたいか青鬼。私あんたのこと振ったからあんたにもう興味ない。じゃあな。よし。どこ行けばいいの？もう一回4回行くのかな。レストランとこ迂回しろって言ってたと思うんだけど。どうすればいいの？うわー、なんかめちゃ出てくるやん。出てきてもあんたは絶対捕まらないけど。ソファーがあれば余裕かわいそう。慎吾だけなんもない。その話はやめよ。面白い？誰かが聞いてやめよ。犯罪者がどうとかっていう話。やべ、やべえ、またな。でも余裕だなやっぱこれ。余裕じゃなかったわ。いやでもなんか別にどこ行けばいいんだろうこれ。マジで分からん。なんかレストランのところから迂回しろやみたいなこと言ってたから、レストランって2階なのかな。なんかレストランなんちゃらみたいなセーブする時に出てた気がすんだよな。4階3階エレベーターホール、新館3階。うわっ
そのうちソファー全体が青になる。マジ？さ、マジでさ、急に出てくることだけでしょ、あんたが、私が捕まってるの。急に出てこないんだったら、あんたなんか別にそんな敵じゃないんだからね。意味わかんないとこから出てくんだ、魔王に。なんかさ、今まではさ、ちゃんとさ、なんか、襖とかさ、道から出てきてたのにさ、なんか急に現れるのなんなん？マジ。納得ができない。マジ納得ができない。うわいうわいうわい。余裕じゃねえか。で、東用がないって言われちゃう。なんかレストランのところから迂回しろって言ってたよ。これレストランだ。ここから迂回すんのか。迂回できるとこまであったっけ？うわっ！本当に今回は初見殺しが絶えない職場ですけど。こんなんばっかりやで。だってさ、今もさ、花壇とかから出てくるんだよ。余計、ここから出てくんだよ。意味がわからんでしょ。どこ行けばいいのこれ。どこ行けばいいこれ。マジだから。ここぶっ壊すんじゃないの？2階、4階、3階。来た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 。あれ、どこ行けばいいの？地下には行けない。どこだ？なんかそういえば、あおちゃんが行き止まりだみたいなこと戻れなくなっちゃった。愛ちゃんか。愛ちゃんが戻れなくなっちゃったって言ってた方向って行けるのかな？会いたいんだ、今すぐその角から飛び出してきてくれないか。ウェーイウェーイ余裕。平行移動すれば避けれるんだ、青鬼って。やば、どこ来ちゃった。たっちゃんさんこんにょらです。待ってました、ドカン。もうさ、これ爆破すればいいんじゃねえのマジで。マジどこ行けばいいかわからん。びっくりした。出すぎじゃろ。なんなん？お散歩が足りないワンちゃんみたいな。もうちょっと遊ぼうよみたいな。どこ行けばええねん。あとここぐらいしかなくない？マクドこなりすぎやろ。いや、たまたまね、たまたまですやん。どこ行けばいいのこれ。ニョラシのところか。ニョラシのところ戻ればいいのか。ニョラシと行くのか。そういうこと？
そろそろ出てくるぞ。ヨナシどこだった？あれヨナシどこだったっけ？何階だ？もうすぐ出てくるぞこれ。ほら来た。私分かったんだ。余裕じゃね今回の青鬼避けるの。来た来た来た。風呂場行きほんますごい。ありがとう。なんかできるようになっちゃった。あれ何回だったっけ？ 4 か？あ、4ってさっき来たんだっけ？あれもう覚えてないぞ。ユラシ何階にいるんだ？あれここじゃないな。3か？ちょっとバイバイ。あれマジで焦ったよね。よい避けられたよあれ。びっくりしたもん。変な声出たもん。っつって。あれ今何回行った？3回行ってないんだっけ？記憶がない。あれか？最悪マジで。もう最悪こいつほんまに無理。もう用がなくても入れもアゲイン。用がなくても入れよアゲインだ本当に。あれどこのいやマジで覚えてない。マジ何回だった？ニョラシ何回？2回？あ、ここだな。あ、入れた。用はないって言われた。あれあれれ本当にわかんないぞ。マジでわかんねえ。どこ行けばいいの？掃除したのってニュラシここだったよね。やべ。目的を言え不審者。にゃーどうすればいいんだ？どこ行くんだ？ここでもない。用がなくても行けよ。ブラックフライデーだから。マジどこ行けばいいの？助けて。うわっギリギリでいつも生きてるわ。よし。バーゲンセールか。青ちゃん助けられないしな。やっぱここしかなくね？違うの？空いてるしなここは。マジで積んでるくない？どこ行けばいいのガチで。レストランのところ迂回しろよとか言ってたけど、迂回すれる場所なんてどこあったっけ？てか用がないって言ってこの部屋全部入れないんだもん。こっち行けたっけ？なんかどっか庭みたいなとこに行けるとこあったよね。
どこ？調べていくしかないか。開くかみたいなところも調べていくしかないか。この青い玉もなんか広エリアいいけど、なんか2人がかりだった気がするんだよな。まあここ調べちゃったしな。どこ？先進むとこがわからない。まあなんなのよあんた。あんた誰なのよ。ここから出てくるんやで。わけわからんやろ。何脇やねんそれ。あ、どんぐりさんこんにゃらでーす。なんかあるっけこの辺とかも。行ったところに行ったらニョラシにまた会うのかな。なんかその可能性はあるか。あれ少年みたいな門町用にほんまや。門町バッキーならぬ門町を青鬼なんや。うわっ、まずい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 。用ない用がなくても避けろ、避けに行け。うわい、避けに行くんだ。よしよしよし。待つ？ほんまにどこ？本当にどこ？マジでわかんないんだけど。誰かわからない？これどこ行くの？これバグ？バグですか？階段が実は使えるとか？2階の階段から1階行けるみたいな。うおよよ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 
余裕。やばい。よーし。余裕かよ。わかんない。うわおい、ふざけんなや、マジで。お前しばらく出ない予定じゃん。さっき出たばっかりじゃん。クリスマスが近いから張り切っちゃってるみたいな感じ。サンタさんってこと？出ずっぱりってこと？忙しいね、あんた。イベント盛りだくさんで、なんかすごい忙しくていろんなところに顔出してるみたいな、そういう話？マジでわからん。こっち行けないしな。うわっ、あー、困ったなー。困ったなー。本当に困ったな。20回やり過ごしたってもう青鬼。全部反対にしたところで何も起こらないんですけどね。実は行けました説を提唱してるんだけど、マジでどこにも行けない説なんだよな。うわー、もうなんで
そこを青に脇スポットなんだよ。もうそれマジでさ、そのさ、このさ、このなんつうの、植木鉢から湧きすぎだろ。意味わかんない、本当に。ああ、もうメモ落ちとんかい。メストラのメモ手に入れた。ああ、怒っちゃいそうだ。ああ、何時だって。ああ、ふざけんなよ本当に。3時、9時半、3時45、12時45、6時、12時15分。あ、OK、わかった。はい、わかりました。3時のおやつは文明堂。9時は9時半 ?9 時半 ?9 時半 ?3 時45分。3時45分。はい、3時45分。12時。12時。6時。12時45分。はおい、ギミックやってる時に来るの、ギミックやってる時に来るの初じゃね？意味わかんない、マジで。は？ギミックやってる時に出てくんなよ。どういう仕掛けだよマジで。ああ、ふざけんな。ここから9回渡れたはず。どういうホテルなんこれ。どういうホテルなんマジで。わけわからんすぎるやろ。ドアノブ落ちてることあるかマジで。ツッコミどころが満載すぎるって。それは開いてますね。すごく開いてますね。さて次は守り刀を回収しに行かねば。真相編休館到着する。すごいコンパクトに使用されておもろいなと思って。守り刀。愛ちゃんほったらかしにしてるけど大丈夫そう？愛ちゃんほったらかしすぎん。それはさすがにだけど。あ、怖っ。怖っ。鍵が必要らしい。これ用はないやめんマジで。なんか絶対これ制作するにあたってカットしたやろ。絶対カットしてるでしょ。本当は全部生きるようにすればいいのに、ニョラシミンの時みたいにさ。お前構造理解すぎる。車かいマジだ。あ、それはそうかもしれない。チャラチャチャ。皿の破片。なんか科学的に考えて皿の破片とか拾いますかね。うわー！おいふざけんじゃねえマジで。マジ最悪。あ、終わったもう最悪だー。終わった。目つぶってるから怖いから私。怖いから目つぶってる。怖い、もう怖い。もう隙間から覗いてるのめっちゃ怖くない？トイレ行けなくなっちゃう。本当に無理。いや怖っ。もう普通にこのなんかここから湧くのやめられない？そこから湧くの。やばすぎる。うわーいそいこっちしょ。まだか。いやー、せっかく避けたのに、うまく避けたのに。ああクソがよ。イエリさん出た。
そのなんだっけ、なんだっけ、深淵を覗いてる時深淵もまたこっちは覗いてるのやつだ。おーい、あ、トハさんこんにゃら、トハさんこんにゃらじゃん。ごめんごめん、気づいてなかった。ブラックフライデーだからしょうがないね。電気がパチパチうざいな。電球変えとけや。ちょっとスタッフもうちょっとこれはもう電球変えなはれや、ちゃんと。お、いけない。これニョラシ通った後だ。ニョラシが通ってバキって折れちゃったんだよね。取っ手が通れるティパール。都合よく取っ手が落ちてるんですね。はい。あ、え、なんかバラの数とかまた必要なのかな。赤1、黄色2、白3。累計5000歩も歩いたんだって。赤1、黄色4、白3、青1。合計でいいのかな。ってことは赤2、黄色が6、白も6、青1。数字間違えたか。んあれ合ってるくない。赤1、黄色2、白3。はにゃあれ取っているかその。いやマジでそれな。いやマジで私思ってアクスタックルすれば別にいけるくねって思ったよ。白3、赤1、青1。色4。順番間違ってる私。赤が2、黄色が、あ、順番間違ってるわ。ごめん、間違ってるわ。青1、白6。順番間違っただけだった。仕掛け扉の鍵。ことは、多分もうそろそろ出てくんだよ、青鬼が。こっちは行かなくてもいいって言われるのかな。ちょっと待って。あー、終わった、最悪。5321。終わった。もう最悪。もう最悪。どんなとこ出てくんねん。これ避けられるのか。ふざけんなよ。5321。これ仕掛け紋別の絵と数字が書き留められている5321だけど、何が5で何が3で何が2で何が1か分かんなくね。僕の出番。自ら隅っこ暮らししてない。確かに端っこ行っちゃった。一応掛け軸白鳥が1で、うさぎがハテナで、虎が
3、黒が5。よいしょ。ってことは残りのウサギがウサギが2だね多分。これなんだろう、どうすればいいんだろうね。白鳥、ウサギが2。これ回数押すんじゃないのか。この順番ってもしかしてあの時と一緒か。2、3、4、5。あれ全然何もならない。関係ないのかな今。後で使うのかな。一旦これはスルーしよう。あー出てきた。ああ行く方向間違っちゃった。いや普通に出た瞬間方向変わると思いますやん。出なくなった。ここしか意味ないのかな。鍵持ってるから使うしかないのか。ご対面逃げたと思わせて不意打ちハグって感じで抱き、急に抱き。あおちゃんどうしてここにいるの。あそこにいたじゃん。これで洞窟の封印を解くことができる。いや愛ちゃん倒れてることでするかお前。この子はどうやってここまで。そうよな。うろちょろしてる。私が動かしてるじゃない。こいつ勝手にうろちょろしてる。何にせよこのままでは危険だ。この子も連れてった方が安全だろう。気を失った少女を手に入れた。手に入れないで意味わかんない。手に入れたって何。これやばいね。これやばいね。謎じゃね。倫理観がまともじゃない。本当だよマジまともじゃない。どうすればいいんだ。また元に戻るのかな。戻れなくなっちゃった。安全じゃないのか、ふすまは。どこ行くんだろう。あれ行けたとこあった。あれ他行けるとこあった。行けるとこ行けないか。うわっもうそればっかり。もうやだ。なんか逃げ遅れてとかじゃないんだもんって。不意打ちじゃん全部。不意打ちじゃん。なんなの。怒るよ本当に。びっくりすぎるほんまにそれ。避けれましたわ。いけましたわ私。よし。
までのが相当聞いただろうな、本当にね。いや、うまいだろ。やっぱなんか、そういえばさ、お皿使ってないよね、まだ。どこでお皿使うんだろう。どこで使うんだろう。これで気を失った少女ここに使うお皿の湯と塩湯と分からすぎるよな。でも大体なんか破くんだよね。何かをいつも破いている気がするから、破くとすればここじゃない？使えないわ。また始まったこれ。サイコパス終わってるサイコパスかな。ここが動くんじゃない？あっち行けるんじゃない？ドアあるんじゃない？ここもしかしてだけど。なんだろう。何なんだろう。回数じゃないのかな。白鳥が1回で、虎が1、2、3回、ウサギが1回、2回、フクロウが5回、1、2、3、4、違う。違うのかな。違うのかな。動物の名前？名前ってどういうこと？で、並んでる順番に動物を押すの？ OK？ いいじゃん。うわあ、そうだったわ。普通に順番に押したっけ？いけた。わけわからん。そういうこと？関係なくないか。ウサギがどうとか。出た、壁に違和感感じる。なんだこれ。うわわ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 わ。ここに出るんだ。
なんだこれ、なーにこれ、本当に納得いかね。なーにこれ。安全なところに。うわわわわわ、びっくり。終わった。終わってない。まだ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 終わってない。いやーいやーまあ会いたくねえよな、本当にな。だからニュラシーの時は口にそうだと思う。そういうことだったんだ。でもさ、ニュラシー来た時にさ、洞窟のさ、入り口みたいな縄ばしごのところさ、閉まってたよね。おんのかい。あ、腕拾えない。最悪ですわ。最悪ですわ。もうそう、ハグしに行っちゃう。もう最悪。もうなんで今のはひどいよね。安全なところにって言ってるから行ったのにさ。9。こっちしかないんだ。安全かここ。物産のところで済まない。ここはスカツは他のよりは安全なようだ。すべてを終わらせたらまたここに戻って。お前さっきも言ってたよ、それ。それまでの間、ここに隠れていてくれ。あおちゃんかわいそう。愛ちゃんだった。愛ちゃん復帰。安全確保仮。切れててかわいいね。なんか怒るよ。ここは牢屋。あれ確か私、温泉宿で閉じ込められて、鍵かかってる。誰か、こっから出して。怖い。どうしてまだ一人だろう。怖すぎる。正常って書いてある。愛ちゃん。何もできない。ひろしくん。わ、ニョラコひどい。ひどい、本当に。ニョラシに会ってるんだけど、どこかで、愛ちゃん。よかった、ずっといてて怖かった。どうしてここにいるんです？部屋は開かなかったはずでは。私も分からなくて気がついたらここは、まあ確かに謎だったんだよね。ニュラシサイドはマジ謎だったんだよ。でもなんか謎の男が動かしたっていうことだったんだっていう、まあ答え合わせなんだけど、なるほどなとは思ってるけどさ。本当なの？ニュラシはでも全然この時に信じられなくて、なんか無視しちゃったよね。お願い、本から出して、信じて。ひどい、ニャラシくん。もうまだ正常だな。やることないんだけど。壁が動いた。うわー、ほんまかいな、それは。いけるの？あ、エッチ。やばい。竹ボックスあった。ニュラシくん、最低。竹ボックスありましたわ。目の前に竹ボックスがあったら入るやろがい。トゥットゥ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 トゥントゥントゥントゥトゥトゥントゥトゥン。うん。襲われてたんだね、愛ちゃん。
大丈夫、これ最強だから。竹棒慣れしてる愛ちゃん草だよ。俺最強ロッカーだから。うわ、怖っ。主婦が。なんかもうやだー、行きたくない。なんか肉団子みたいなやついる。目玉肉団子みたいな。えええええあ、なにこれなにこれ。あまり近づかない方がいいかな。ひろしくんに伝えなきゃ。ひろしくんにもか。あれ携帯落としちゃったかも。今、携帯なんかどうでもいいでしょ。終わった終わったわあわあなにこれ別に目やっても大丈夫そう。おい、座ってみようぜ。なんか子供か。うわ持ち前の反射神経で受けてるけど。押します。で、戻ったって何もないやろ。だって。携帯落としちゃったの。携帯だって見つからないんでしょ、どうせ。携帯戻ったらあんのか。よろしくーん。でっかい声出せ。よろしくーん。ハッピーHelp me 怖すぎる。ロッカーの中だ、どうせ。あらから声出せ。そうだそうだ。そんなんじゃやっていけねえぞ。大きい声出せ。追っかけてくるタイプじゃないんだったら別に余裕なんだけど、気持ち悪いけど。あ、先進むしかないみたいや。わーい、こんにちは。ここはあ、なんか井戸あったの、そういえば。なんか井戸あったよね、どっかに。でもなんか、あれだ、ワンちゃんのいる部屋の廊下の、なんか、個室みたいなところにさ、井戸あったけど、井戸何もできないね、みたいな感じだったよね、確か。あれ違ったっけ。あ、そうだよね、ここだよね。あれが人面犬。怖い。言ってたよね。あ、浄化はされないみたい。チャランラン、どこかで火が灯る音がした。青い鳥居には近づきません。目の前にありますけど。これは、うわ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 
もう出待ちワンちゃんやめませんかね。出待ちワンちゃんやめられませんか。出待ちワンちゃんはなしじゃないですか。犬かわいいな。可愛くないよ。食べられないみたい。これは意味ないみたい。ねえ、それはないって。それはなくない？今のはちょっとコーギーじゃないですか、私これ。これはコーギーじゃないですか？ロッカー調べようと思ったらさ、青鬼扉から出てくるのないだろ。開き方ほんとおかしいよね。いや、現れ方卑怯だよな。そうだよね。ふざけるんじゃないよ。ムカつくか。私はロッカー調べるけどなんもねえやん。
うわ、また出たよ。うわー、うわわわわわ、ニューフェイス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 、キャキャキャ、ニューフェイス、ニューフェイス、ニョリニョリ、あー、終わった。もう最悪、もう最悪だよ。うわー、最悪。怖いから見ない。本当に怖いからこれ見ないと。怖い。やだー。キモ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 、マジキモい。なんか目おしゃれ。目おしゃれだから、ヘビだから。いや、マジ気持ち悪いんだけど、マジちょべり場じゃね、本当に。マジちょべり場なんだけど。騙せない。ああ、うわうわうわ、おい、泣いちゃってる範囲で決め。ブルーオーガスネークなの？ヘビなの？この、多分ヘビだよ。ミミズだろとか言って。ミミズか。マジ最悪、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 マジ最悪。ヘビ型の青鬼っては書いてるね。まっすぐ来るよ、まっすぐ来るよ、お前。よっしゃ、巻いた。よーい。動物大集合すぎる。でも本当に。あー、きちい。何にしてるんだろうね、これね。やばい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 。あ、やばい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 。ちょっと待って。いやー、鳥居に引っかかっちゃったよ。受けてたのに。なんでですかーい。でもなんか、もう行けるとこそこしかないのかな。あ、終わった。ちょっと、気抜いた。気抜いた。ごめん、気抜いたわ。青鬼に犬いるよ。あ、いけないんだ。もうニョラシと拓郎が決別した後みたい。もう、うわ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 、なんか増えてますやん。お散歩ですやん、完全に。青鬼のお散歩ですやん。マジでそれじゃん。バレへんのかい。あ、みのりさんこんばんは。いらっしゃい。これなんかヘビの、あ、これヘビの抜け殻なんだ。何かと思ってたんだよね、ずっと。これヘビの抜け殻だ。木の板。うわー、焦ったマジで。おい、当たり判定おかしいだろ今の。当たってないだろ。怒り浸透侍なんですけど、本当に。やべ。さよならさよならさよなら。あ、ダメだった。キレッキレですね。マジで喉が死ぬ。
本当に声変えてきた。ワンちゃんの嗅覚でも竹ボックスの中にいることは分からなかったのですかな。竹ボックスは最強ですぞ。嗅覚さもないんですよね。タンタンタタンタンタンタタン。いくんじゃない？拾っとけ、その板もう一回使うから。拾っとけ拾わんのかーい。あ、朽ちてる、なんかこれ。あ。もうここまでなんだ。鍵閉めてるよ。竹棒は防音ブッシュだからとか。あなたはこの神社は何なんですか。それにあなたの姿、その姿、神主か。漢字が読めない。君はあの牢からどうやってあっちこっちで化け物に襲われてどうしたらいいのかわからなくて。私はこれからこの多くの化け物を沈めてくる。この地に化け物を湧き出させてしまった私の責任、使命なんだ。シャラララン、シャラララン、シャララン。急にどうした？怖い。じゃじゃん。時が来たようだ。君はこの祓殿で待っていなさい。終わったら急いで脱出しよう。わかりました。なんか自動で動いてる。先に行くんだ。私はこいつを。祓殿を爆破したってことか。祓殿がこの建物をね。やったか。絶対生きてるだろ。ほら戦闘始まる。これでもダメだったか。当たり前じゃない。まずい。君逃げるぞ。ついてきたマヘ。化け物はどうなったんですか。こいつがしくりました。化け物が予想よりも多かった。残りの奴らがこちらに向かってきている。君が道を使えば洞窟まで戻れるか。覚えてない。おい、私の記憶力なめんなよ。全然急いでないじゃん。なんか岩盤落ちてますやん。急にどうしたん。こっちも正常だね。だから板回収しなかったんだ。道決まってるじゃん。増えてんじゃん。なんでどこで湧いたんやこれ。わけわからへんやろ。大丈夫。よければ大丈夫。キモ。来ないで。うわー。もうちょっとだったのに。このヘビ結構厄介だわ。オーマイガーやで、ほんまに。頭抱えちまうよ。もう来た。ノーマル煽りなんか逆にもう可愛いまであるわ。これはなんだ。卵みたいなのが割れてヘビっぽいのかって。ヘビの卵なんだ。でも出てきてはなくないか。出てきた時もあるけどここで出なかったよね。卵から初めて見る。どういうことだ。私も聞きたい。危ね。よし。ここでゲッタんだな。最強竹ボックスでバリアー竹ボバリアー竹ボバリアー。
余裕なし。はい、余裕ですと。ヨナシは逃げたってことでいいんだよな。ファイターを持ってんだ。あ、こっち行けないか。もうこっちに誘導されてる。あー、わー、ウィ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 、びっくりした決めらんない。おいマジであそこ出てくるのないだろマジで。私なかったら余計入れてなかったよ。まあいけなくなるって感じなんだね。ねえ、なんかヘビめっちゃ生まれてるじゃん。おかしい、水が干上がってる。卵がこんなにあるなんて。さっき卵からヘビが出てきたと言っていたな。はい。ともかく先を急ごう。くれぐれも卵を刺激しないんで、そう言われると。うわ、私何もしてません。私の後ろに隠れなさい。逃げるぞ。うわ、びっくり、音がうるさい。うわ、びっくり、音がうるさい。やだ、音がうるさい。びっくりする音がうるさい。無理じゃない？足早いよだって。ゆなこごめん、今日もう寝ちゃう。オッケーオッケー。トハさんお疲れ様やで。明日土曜日か、早いね。いや、音うるせえマジで。ヘビと、ありがとう。あ、明日の朝部活早い。部活頑張って。トハさんお疲れ様。おやすじ、おやすじ。やば。なんかありすぎだろ。うおーおー。何事？ええ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 えもうこんな大きい化け物が洞窟で育っていたのか。うわ、やばい。飛び降りるぞ。飛び降りる。やばくない？大丈夫？君、怪我あるだろ、怪我ぐらい。あ、はい、大丈夫なんかい。話せるわ、今聞かせたけど。今何か聞こえた気が。もう走れない。怖いよ。ミカちゃんどうなの？結局ミカは何なんですか？いけないみたい。うわ、びっくりした。うわ、最悪や。嘘、追ってきたか。逃げるぞ。うわ、すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。レーシングなのこれ。いけるみたい。なんかこういう感じみたい。うっとと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 と。やばい、もう終わった。うわもう最悪これコース取りですね。コース取り。ブルーベリー色の三つ首ヘビ鬼に追いつかれてしまった。いや、キロベロスすぎるなマジで。でもヘビなんよ。
どこのコース取りするかだな。やばい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 。うわー、むずいマジむずい。待って、マジ激ムズ激ムズ。ちょっと待って、どうすればいいんだ。待って動けない。全然走れなくなっちゃった。こうでしょ。そうなるのか。卵の毒に触れてしまった。毒なんだね。やっぱり毒という概念でいいんだ。それはむずい。うわ、わかんない。コース取りがわかんない。本当に今のところ。小蛇にやられた。最悪だ。どうすればいいんだ。頑張るぞ。でもう終わりだ。ね、大丈夫だった。終わりだ。なんかまっすぐ行けばどうにかなったぞ。よいしょ。うわやだ。ここまで来たのに。いやー、むずい。あいつ意外と早いんだよな。悔しすぎる。よしよし。覚え系だね。お前まっすぐ来んの？待って。ほんま待って。どうやってヘビを負けばいいの？ヘビさ、しかも2匹湧いてたよね。さっき1匹だったのに。くっそー。いけんのかこのまま。お、いけたかな。いけた。通れないみたいですね。それとも時間の問題かと思うけど、それもか。早く逃げろよ。様子見てなくていいから。セーブができない。あ、セーブできた。
ありがとうみのるさん。怖かった。なんでこんな都合よく火薬があるの？この火薬がまさかここに通じているとは。何をしているんです？早くしないと。私に考えがある。やつをここで遊びできるかもしれない。ライターだろこれ絶対。違ったわ。タイマーを汗本当だよ。タイマー起動します。カウントダウン。なるほど。なるほどね。なるほど。覚えゲーミングみたいです。ここも2分内に逃げろみたいな感じみたい。焦らなければ大丈夫。焦らなければ大丈夫だ。どこで持ってくのこれ。ここか。いけた？焦るな。焦りが気持ちだ。焦りは禁物だ。焦りは禁物だ。焦るな。お前おててそこから出てくる言ってた？ねえおててそこから出てくるって言ってた？ふざけるんじゃないよ。爆速マジ爆速。危ね。ガチしんどい。うわーもう集中力今のは集中力。その集中力だよ。集中していけ。待ってた。ロスタイムガチでロスタイム。危ない。葵ちゃん絶対今毒食らう。うわ今の何今の何？むずい。ちょっと待ってどうやってやった？なんか無敵時間みたいなのあったよねさっきね。なんか無敵みたいなのあったよな。よし。いけ！よし、ナイス。よいしょ。よし。くそねえダメか。そこ突っ切れないのか。はい
けて避けて、お手手2個避ける、お手手1個避ける。でコウを持つ。バックします。通ります。でお手手2個避ける。持ち直してこう持ってこうじゃん。よし、これ第一関門クリア。ほんでこっちからこう持ってください。避けて。いやー、置く時間を考えなきゃいけないのね。ダメか。絶対でも置いてからの時間もなんかカウントされてるんだよな。ふざけんなよー。でこう手2個避ける。危ない。よいしょ。お手で2個避ける。よいしょよいしょ。いけいけいけ。よし。やばい。持ち方ナンセンスじゃない？やばい、持ち方ナンセンスだこれ。よし、いけ。危ない。早く。どこかどうなんだこれ。どっから行けばいいんだ。上からかな。やっぱ上からか。行け。持て。よし。置いて。もうサイクロスタイムマジロスタイム。よいしょ。ほんでこう来てこう持ってこういって固まってこういって。よし。でちょっとぶっと惜しい。いや、次はいける。くそー、悔しい。ガンガンいける。ここガンガンいける。もう余裕。落ち着いて頑張って。集中してお願いだから集中して声も出なくなってきた。もう最悪。もう声が出ない。最悪だ。もう一回。全集中だ。
しゃよっしゃ。これもう早いぞ、早い。いつもより1秒早い。よし、いけ。アンチね、アンチ。あー、アンチ。なんで言ったの。野崎さん、はい、お疲れ様です。むずい。頭がパニックになる。どこがどこだっけってなる。いいぞ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 。冷静に持って置いて今そっちから切ってってどこ違う、そこ出てくるんだ。忘れてた。終わんないよ。くっそ、逃げてやる。絶対逃げてやる。待つ。いける。うわー、最悪だ。終わっちゃった。いや、いける。でも大丈夫。よしよし。待つ。大事。待つ大事。待つ大事。待つ大事。マジでアンチどこかね。まずここ出てくるから気をつけて。ここ大丈夫。ここ大丈夫ね。来た。わかんない。くそ。いや戻るのむずいですよ。トトリアさん。戻るのむずいですぞ。爆速。ここ爆速。なんなら手もうなんか並走しちゃう。いいぞ。いいぞ。よし。待つ。はい。
マジかマジかマジか。まあ大丈夫だね。まあ余裕なんすよな。から登って様子見て落ち直してよしで行ってもう大丈夫。待つ。よしここ大丈夫。ダメだ。どこだっけ。いやーわかんなくなっちゃった。どこ。もうちょっと先か。先だね。いいよいいよ。いけ頑張れ。待つ。慎重に。って言ってるじゃん。焦らないで。意外と時間気にしてないんだよな。時間よりもギミック集中するからさ、時間どうなってるかあんま分かってないんだよな。そうじゃん。待つ。上。よし待って上ここ、はあ、待っていつどこでどこ何。来た。まだある。あと14秒。間に合うの？待って。はるかさんお休みいらっしゃい。ありがとうございます。よし、手伝ってくれ。この溶石で石を塞ぐ。あんな恐ろしいやつをそれとさいけいかない。頑張って。
間に合いました。これでよしと、奴らも追ってこれないはずだ。最高、来ちゃう。シンデレラ、本日もお疲れ様ですわ。今何時？ 12 時ジャスト。鐘が聞こえましたというか、もう鐘ですわ。鳴ってますわ。お疲れ様。はい、おやすみなさい。はるかさん、ありがとうございます。おやすみなさいませですわ。はあ。6秒。いや、結構ギリギリだったね。シンデレラ君大丈夫か？もう少しで地上だぞ。ミカ、頭が、ミカえうわなんで愛ちゃんが青鬼に今なるの？なんでなるの？死に物狂いで走り続け、街にたどり着いたら日が沈みかけた頃だった。もう化け物は追ってこなかった。後日再びホテルを訪れたが、ここには何事なかった子に静寂だけがあった。だからいずれ封印を破り奴らはただ動き出すだろう。その時まで私はここで見守り続ける。そこには安全に行けるの？全てにケリをつけるまで。もう湧いてるやん。悲しい幕切れ。真相編を一人で脱出した。クリアクリアしたけど、愛ちゃん結局何だったん？なんで愛ちゃん、いつから愛ちゃん異常だった？だって愛ちゃんずっと正常だったじゃん。だしさ、なんか私何回か赤い鳥居とか通ってみたけどさ、なんかチャラーみたいな感じも別になかったじゃん。失意のどん底、真相編クリア、ランク E でクリア、真相編ゲームオーバー、なんちゃらかんちゃらみたいな。なんかいろいろもらったけど。これって、脱出までのさ、ランクがさ、よかったらさ、なんかまた話変わるのかな？終わりましたけど。なんかもう一個、ごめん、私が邪魔だかもしんない。ちょっと避けるわ。なんかあるわ。これ見て。これ。携帯電話なくしちゃったって言ってさ、携帯電話見つけたらどれかなったのかな？でもさ、携帯電話さ、戻ってみたけどなかったよね。携帯をなくさないエンドがあんのかな？なんか、ニュラシーに助けを求めて、ニュラシと一緒に逃げるみたいなのが、勝ち、なんか、愛ちゃんが正常に入れるエンドかな。結局何だったの？クリアしたけど、結局何だったの？真相分かった？ヒロシどうなったん？真相分かってなくない？真相分かってなくない？真相分かってなくない？携帯でやっぱり愛ちゃん助けるエンドみたいなあるのかな？携帯を見つけるのか、それとも別のやつで見たら他の次回ヒロシスゲールスタンバイ。いやマジでな。どうしたらいいんだ？ドキドキしてるわずっと。
したらいいんだべ。もう一回やる？もう一回やる？よくやったわ、最後。いや、そうでしょ？マジギリギリだったしね。でも、あれ以上スピード出すことできなくね？愛ちゃん、携帯電話なくしたところで見つけるのかな？いろんなラストを一応見たいけど、あの苦行倍速やばい。絶対無理だよ。絶対あれは毒とかにぶつかるよ。絶対もう倍速無理でしょ、真相編とか。なんか普通にコマで無理な気がする。だって1個パンってAWSD、ASWD、ADWS 何日か本当だよ。マジ喉枯れた。愛ちゃん。愛ちゃん。別のエンディング見たら、ミカがどうのこうの言ってる。一旦噛んだけど、いや、愛ちゃんどうしたらいいんだ？待ってくれよ。愛ちゃんが生きるエンドはあるんでしょうか？つうかそもそも。ミカちゃんとの関係も全くわけわかんないじゃん。だって。ミカちゃんと会うのかな、愛ちゃんって。ミカは全然愛ちゃんのこと相手にしてなくない？だってさ、全く真相解明してないと思うんだけど。どうしたらいいの？結局謎が深まっただけなんだけどな。困ったにゃ。どうするの？待ったけど、一旦終わるか。これ全部のエンディング見るのいずれかやりたいな。めっちゃ分岐あると思う、本当に。真相編で愛ちゃんが生きるエンディングあんのかね？それとも元々のエンディングつうか、そのストーリーの方であんのかな、これって。えー、えー、困ったね。困ったにゃー。スマホ探しから、そうだよね。またなんかいろいろとしながらやってみるのも
いいのではないでしょうかということで、今日は青鬼終わろうかの。マジで謎じゃね？マジで謎だった。結局謎やで。マジで謎。真相なんか近づいてないじゃん。全然わけわからん。ただの逃げルートだったよね。ああ、あっち。普通にやってたら、普通のなんかいろんなエンディング、なんか同じエンディングにずっと分岐しそうだけど。真相にたどり着けなかった真相編でしたが、さてどうしようかしら。残りの時間何しようかな。ありましたね。釣りをしましょうか？それとも全く別のゲームを何かしましょうか？何しよう。何する？もう12時ではあるんだよね。こうね、初めのすいません、ほんと遅かったんで。喉休めルート。いや、まあ、確かにそれありルート、マジで。ありルート、マジでありルート。いや、さすがに2時間しかやってないの、今日、配信。はあ、雑談する？雑談します？うんうん。うんうんうん。たまにはね、たまには雑談ってこと？たまには雑談するってか。まあ、でも雑談だったら別に釣りしながら喉休め、喉休めみんな喉休め推奨するね。喉休めそんなにさせたいのか？そんなにさせたいのか？私を喉休めさせたいのか？って。どうしよう。喉休めるのもありっちゃありなんだけど。ありよりのありではあるが。一旦雑談にすっか。一旦雑談にしよう。バンジーになろう。ニョラジュノラジュロー。一旦雑談にするか。ちょっと待って。画面を変えるわ。ちょっと全体隠し。雑談にしたのに雑談に変わんなかった。青物になっちゃった。ドキドキ言ってる。はい、おしまい。これで画面切り替えたらどうなの？あ、ちっちゃいちっちゃい。自分ちっちゃいじゃん。ちょっと待って。うん。よいしょ。
久しぶりに雑談画面にしてるの。はい。背景変えたい。青にした。ダダーン。よいしょ。久しぶりだな、この画面も。久しぶりですわ。ちょっと話して。寝るのもな、結局雑談すんだったらさ、釣りやれやみたいな感じにならん？釣りしながら話できるじゃんみたいな。何の話をしようかって話なんだけど。なんかそのお正月に私、実家に一応帰る予定にしてますので。話題、好きな肉についていいよ。その話する？ジンギスカン。ジンギスカンが好きだけど。いい肉の日ってことで。あ、いいね。肉？ジンギスカン。ラム肉好きだけど、みんなは何の肉が好きなの？肉。確かに。なんかさ、29日ってさ、29日かってさ、あれだよね、焼肉とか安くなるよね。なんかお肉屋さんとかさ。安くなるよね。みんなはお肉何が好きなの？うなに鶏肉？いや、鶏肉美味しいよね。鶏肉マジでうまいわ。鶏肉って焼き鳥がいいんですか？焼き鳥がいい。なんかそれともささみのお肉がいいですとか。なんかその、鍛えてたりとかさ。炭火焼き1位。炭火焼きのお肉美味しいもんね。やっぱり。なんかあれは特別な感じがするよね。ベルタースオリジナルや。ベルタースオリジナルはさすがに通じるよな。特別な存在？焼き鳥は食べたくなるんだよな、定期的に。なんか普通に鶏肉私も好きなんで、鶏肉はなんか気がついたら摂取してるけど。中向けをちぎったらめっちゃ血出てマジでいい。28日で明日29。なんか別に焼肉めっちゃ痛い。本当にめちゃくちゃ痛い。舐めてた。結構なんか向けた。広範囲逆向けた。はい。焼き鳥焼肉の中では何が好き？焼肉の中では何が好きですか？
トントロ美味しいですよね。でもさ、トントロさ、焼くとさ、なんかさ、ファイヤーするじゃん。ファイヤーしたらさ、結構なんか気まずくなりません？なんかさ、うわー火がーみたいな感じでさ、めっちゃさ、火出てさ、結構なんか消火活動当たるのさ、怖いよね。ファイヤーして。でもさ、なんかさ、ファイヤーする割にはさ、肉い甘い、中まで焼けてないみたいなさ、トントロ結構さ、危険だよね。それで焼きそばする？焼きそば？焼きそば？焼きそばやばくね？また一個システム動かしてなかったことに今気がついた。マジか。ごめん、なんか雑音とか今日多かったかもしれない。やっちまった。なんした。焼きそばにするってことはさ、何それ、自分宅でやるってこと？その焼肉屋さんに行ってやるんじゃなくて。ってことですか？美味しいす。美味しい。美味しいに決まってるだろうの顔。美味しいに決まってるだろう。店の話だった。あんまお家でさ、焼肉しないんですよね。なんか前も言ったかもしれないけど、うちだからさ、家はさ、お父さんがさ、店ならタンタンタン、タンタカタンタンタンね。なんかお父さん肉があんま好きじゃなかったからさ、家でさ、焼肉することがほとんどなくて、いや、あるけど、やっても、だからジンギスカンやるとかさ、なんかそんなもんでさ、なんか家でさ、トントロ焼くとかさ、なんかそういうこともないんですよ。いや、外でさ、焼肉するとかさ、そういうなんかね、アクティブなね、家じゃなかったからね、なんかそのキャンプとかも親とやったことないし、親と海とかも別になんか記憶の限りではないし、もっとちっちゃい時とかだったらあるかもしれないけど、なんか物心ついてから別にないし、なんか、いや、いいんだけど全然しなくて。なんか、ほぼほぼなんか実家が田舎すぎて、なんか普通になんか住んでるだけでキャンプみたいな感じだったから別にいいんだけど、いいんだけどさ、なんか別にそういうなんか外で焼肉とかをやったりとか、なんかそういう記憶も全然ないんだよね。あとなんか友達の家とかになんか誘われて焼肉やるとかさ、結構あるじゃないですか。なんかね、いや、あんだけど、数える限りみたいな。住んでるだけでキャンプレベルで、でもマジで。いや、家が別にそのキャンプみたいな、そのキャンプなんかそのテントとかそういう話じゃないよ。けど、もうマジで別にめちゃくちゃ田舎だから、なんか見渡す限りもう木みたいな。わかる？いや、そんな言い過ぎかな。木みたいな。木、草、なんか山みたいな感じだから、全然なんか、わざわざ、おし、じゃあ今日はどこどこのキャンプ場に行ってキャンプをするぞみたいな。なんかそういうノリない、別に。別にどこ行っても一緒だもんだって、木だろ？キャンプしに行くって。まあ海とかもあるかもしれない。ね、全然そういう意じゃなかったわ。いや別に海がね、だからね、私、あんまり、いや、好きじゃないっていうか、泳ぐとか、なんかそういうなんかね、欲望がね、あんまないんですよ。ね、本当にね、海で泳いだ記憶もなんかマジであんまなくて、なんか海行ったら、なんかね、ずっとカニ釣りしてる、カニ釣りずっとしてるみたいな感じだった。海で遊ぶとき、入らないで泳いだりとかしないで。海はクラゲに刺されたイメージしかないやからね、クラゲに刺されるとかね、そういうね、イベント、バッドイベントとかも全然ないんですよ。だからほんと泳いだことがないんで。でなんか海で初めてちゃんと泳いだなって、海に遊びに行ってちょっと泳いだなみたいな記憶があるの。泳いだっつうか、なんつうの、水に浸かったなみたいな、この水着を着て水に浸かったなっていう記憶があるのは、なんか友達、それこそなかった、その学校の友達、地元の同級生の友達の親に連れられて、まあ、その友達と何名かと海に行った記憶はあんのさ。それぐらい本当に。でもそれも1回に多分2回1回かなみたいな感じですわ。いや、海もだからね、憧れもないんだよ、なんかね。泳ぐとか、海で
キャンプしてる人とか、もう夏になったっけめっちゃいるけど、暑いのに大変だねとか、なんかその、砂まみれの塩まみれになった後に、なんかそれを全部処理して、そんな近くになんか温泉あんのか知らんけど、なんかそういう風にして、またなんか、夜とかにさ、その、潮風に当たりながら寝るわけじゃん。キャンプだからね。べちゃべちゃ、ベタベタになんないのかなみたいな。大変だねって大変だねみたいな感じに思う。見てたら。夢がないな。もうちょっと夢を与えるような発言しなきゃいけないかもうちょっと。いいよね。すごいロマンチックだし、アクティブだし、楽しそうだよね。すっごい。やってみたかったんだよね。今からね、入れる保険ある今から入れる保険あるかマジで。白々しいのか何のこと何のこと何のことかわかんないな。海、キャンプ、楽しそうだよね。みんな、だってすごい、なんか楽しそうにキャッキャやってるもんね。楽しそうだな。大体それさ、行くのがさ、なんかお盆時期とかにさ、海のさ、方とか行ったっけさね。そのキャンプしてる人多いからさ、でもお盆時期って海とかに水場に近づかん方がいいとか言わんかねっていう、そういう感覚なんよ。だからさ、怖いんだよね。そのなんかね、結構そういう、なんかそういうのはちゃんと信じていきたいタイプだからね。そういうのはね、信じていきたいタイプだからね。みたいな。いや、最近の若いもんは気にしないのかねみたいな。そう、時期が悪いんだよね。もっと早い段階から、もちろんそういうお盆時期とかじゃない段階でキャンプしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんだけど、大体はさ、だからお盆時期だからお仕事が休みになるから、大型連休になるので、お子様がいらっしゃるところとかだと、キャンプとかに行くみたいな感じだと思うんですけど、でも、だけど結局お盆時期にあんま水場に行かない方がいいよっていうのはさ、お化けとかがどったらこうたらみたいな話じゃなくて、なんか潮のなんちゃらみたいな話だったの、潮の満ち引きみたいなわかんないけど、なんかそういうの的なのでもあんまり良くないみたいなことを、なんか風の噂で聞いたことが、どこまでが本当かどうかは知らんけど、なんかそういうことも伺ったことがあるから、そういうのも含めて、あんましなんかお盆時期とかに海でキャンプしてらっしゃる方とかが見ると、気をつけてねみたいな、大丈夫みたいな気持ちになっちゃうっていうのもあんだよね。めっちゃめっちゃおせっかいめっちゃおせっかいなんだけど何をするわけではないんですよ。なんか、やってんな、みんなぐらいにしか思ってないんだよ。その通りがかるだけだからね。そう。なんかね、めちゃくちゃね、怖いね。こういうのは。キャンプはね、じゃあ逆にやったことないんですかって思うじゃん。あんまない。あんまない。いや、あるかも。いや、あるかもしれないけど、ほとんど記憶にないね、キャンプ。なんかね、テントで寝た記憶があるの。前回キャンプにいた時、イノシシをさ、二度と行きません。クブジャスさん、イノシシに襲われちゃったの？イノシシ、嘘。それはなんか苦い思い出だね。どこにキャンプしに行ったの？いや、野生のイノシシとかめちゃくちゃ怖いんだけど。やばい、クージャーさんの楽しいキャンプの思い出になるように、安全な場所でキャンプ、もう再チャレンジとかしてほしいけど。オーマイガーじゃん。怖いね、でもそれは。そんなの、あれ、またぎやな。またぎになって、イノシシ撃って、イノシシ肉で、今日はごちそうじゃんってするしかないよ。もう撃つしかねえ、またぎになって。怖かったね、でもそれは。キャンプは、マジであんまなくて、記憶なくて、でもだから、テントで寝た記憶があって、どこでって話なんだけど、友達のうちで、キャンプ、なんかテントで寝たの。意味わかんないでしょ？お友達のお家の、なんかね、テラスみたいな。家の、2階じゃなくて、1階になんかテラスみたいな感じの場所があって、
そこに、その、テント、もうほんとなんかその、ビニールテントみたいなのわかる？なんかその、普通なんか一般的なキャンプで使うテントを張って、なんかそのお家の友達と、他の友達、私ともう2人か3人ぐらいで横なって、なんか寝袋かなんか寝た記憶があるんだよね。でもなんか本当に1から10までキャンプでテントで寝ましたみたいな記憶ない。キャンプ小学校らやってない？小学校の時もキャンプやったかな？記憶ないけどな。なんかさ、なんつうの、なんか、これ、地域バレるか怖いから言いたくないんだけど、なんかさ、いわゆるさ、そういうなんかさ、なんていうの、学習するみたいな、そういう自然と触れ合う的なさ、なんつうの、学習的な施設みたいなのあるじゃん。わかる？なんか言いたいことわかる？なんか水場あってみんなで外でなんか飯盒とかやってなんかカレー作りましょうみたいな場所があるさ、自然の森のみたいな、わかる？わかる？なんかさ、ああいうところに宿泊みたいなのはそうか中かなんか23回ぐらいあるような気がするんだけど、マジであれバッドイベントね。1回か2回ぐらいなんかそんな記憶あるけど、だから別に外で寝てないさ、だからそれも。施設の中で寝てるから、外でみんなでテント張って寝るみたいなのはないから、なんか全然キャンプしたなみたいな記憶がない。ださ、日本のさ、なんかさ、キャンプめっちゃ流行ってるじゃん。なんか場所によってはさ、なんかさ、そういうテントとか張るんじゃなくって、なんかログハウスみたいなところに、なんかもう全部、なんつうの、なんか焼肉とかバーベキューとかするような施設とか、なんつうの、道具とかも全部揃ってて、もう寝るときも、だからログハウスのところで寝るから、なんか全然虫とかも全然気にならない。トイレも全然あるから大丈夫みたいな。お風呂もついてるみたいな。なんか感じのさ、そういうのさ、流行ってるよね。まあ、行ったことはないけど。なんか何ヶ月も先も予約でいっぱいみたいな。そういうのなんか見たことある気がする。そういうとこだったら、クブジャンさんはもしかしたら、なんか安全に、ね、キャンプができるかもしれないけど、あれ、まあ、キャンプかって言われると、グランピング、そうそう、グランピングね。そう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 。あれ、キャンプじゃなくてグランピングね。なんかでもね、普通になんか1からさ、10までさ、キャンプの、ものをさ、自分で集めるのは結構大変じゃん。で、なんかグランピングとかだったら、なんか集めるのはなんか1回泊まるのとかはなんかお金がすごいかかるのかもしれないけど、でもまあ別にキャンプなんてすごい本当に好きな人じゃなかったらさ、年に1回か2回かやるかどうかみたいな感じじゃん。夏に。なんかまあ、そういう感じなんだったら、グランピングとかそういうところで、なんかね、泊まったりとかね、して、まあ全部物が集まってるみたいな感じのところで、なんか思い出を作るっていうのも、まあ、いいのかな、みたいな気はする。やったことある？グランピングとか行ったことありますか？てか、グランピングとか行く方なんて私本当にごめんだけど、いや、悪口じゃない、全然悪口じゃないけど、パリピアンってすごい、なんか陽気な気をお持ちの皆様だなって思ってる。なんかすごい陽気な気をお持ちの方々だなって思う。なんかいいなと思う。なんかそういうのはちょっとね、楽しそうだなとは思う。なんか別に、まあ家族連れがきっと多いんだろうけど、まあ、夏休みの大学生の方とかさ、まあ、そういう方々とかね、まあきっと多いだろうなと思いながら、どうなんでしょうね。なんかさ、結構さ、治安守られてるよね、あれなんか。あんまそういう悪いことするなみたいな感じって聞いた。なんか、何年か前に見たニュースでは。グランピングだ、グランピング。バーベキューとかはね、いいよね。なんか私普通に、食べることが好きだから。食べることが好きだから、なんか私は、なんかお外でご飯食べるとかは結構ね、いや、そういうのはやりたいんだけど。食べる専門がいい。食べる専門がいいな。野菜切れとか言われたらまあやるけど、火起こしも別にね、あんま嫌いじゃない。なんか別に。一生、
内輪仰ぐとかさ、でもさ、最近はさ、内輪とかで仰がんないでしょ。なんかさ、なんつうの、なんだっけ、ビューラーじゃなくて、なんだっけ、風が出るやつ。なんだっけ、風が出るやつ、風が出るやつ。ビューラーじゃなくて、ビューワー違う、なんて言えばいいのあれ。風が出るやつでさ、なんか人力じゃなくてさ、なんか普通に機械でさ、なんかさ、風を送ってさ、火起こしするんじゃろ。あんなみんなでうちわ持って、はい、うちわ持って、はい、これ風起こして、みたいな感じで、火起こししないのじゃろ今の。自動風起こし機、自動風起こし機。いや、そうだよ。マジでそれなんかさ、エストニアでは私が子供の頃はキャンプ場があまりなかったので、ランダムに森にキャンプに行きました。わーワイルドだぜ。でもさ、なんかさ、森こういうのがでもさ、本来のキャンプでしょ多分。本来のキャンプってそういうことだよね。だからなんか私もさ、だからさ、さっき言ったけどさね、マジで地元がさ、山だからさ、森森だからさちょっと言ったっけマジで。キキ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 、クサ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 、やばい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 自分みたいな感じだから、その辺にマジで、だからテント張ったっけもう、キャンプやで。もうキャンプやで、それで。お肉。焼肉とかはね、全然お外でやりたい。バーベキューとかもね、いいよね。なんか串みたいなのにさ、刺さってるさ、肉とか食べてみたい。あんなんさ、食べなくないバーベキューってさ、ああいうイメージあるけどさ、バーベキューっつってもさ、普通にさ、肉やかん焼肉しない？普通の焼肉行くよね。楽しいね。なんか、キャンプ、イマジナリーキャンプだ。イマジナリーキャンプ、イメージだけ。そう、なんか、そうらしい。まあ、そういうこともありますよね、みたいな。キャンプ場ね、まあ、家の近くにないっていうのもあるけどね。なんか、友達のお父さんがキャンプ場設置したみたいな。なんか、それは聞いたよ、私。まあ、どこ、あんま言わないけど。友達のお父さんがキャンプ場を作ったみたいな。だな。そういう、それぐらい田舎なんで、マジで。それぐらい田舎なんで。なんか自分家の敷地、ちょっとなんかそういう、なんかキャンプとかできるような感じにして、なんか観光客の方とかになんかお貸ししてみたいな感じらしい。そういう感じみたい。儲かってんのか知らんけど。なんか儲けるために多分やってるっつうよりか、なんかもう定年退職とかしてるから、まあ、何すっかなみたいな感じでやってるだけなんだと思うけどね。イノシシとかいるのかなわかんない。イノシシいるならクマいる？怖いね。なんか今の時期、やっぱさ、今年とかもそうだけどさ、日本でもさ、クマ被害とかさ、めちゃくちゃ多いからさ、うかつにさ、キャンプとか外でできなくない？だって。うかつにキャンプなんかしたもんだったら、お腹の中だよ、クマちゃんの。クマなんか、だって外にご飯が寝てるみたいな感じでしょ？クマにとっては違うの。クマの気持ちわからないか、わからないんだけど、クマ屋上さん的にはどうなの？クマ屋上さん的にはどうなの？クマとして、クマ代表として。クマ代表のクマ屋上さん的にはどうなの？クマクマ屋上さんの登り物のクマ屋上っていう説だから、クマではないっていう説をずっと言ってるんだけど、やっぱクマ、それとも、やっぱり施設の管理者の方、それともクマ、どっち？登りクマ牧場だからね。
どっちなん？熊なの？熊なんだ。熊牧場さんは熊なんだね。そうなんだ。やっぱ熊だった。熊なんだね。登別といえば熊牧場。熊牧場。愉快な仲間が、楽しい仲間が、イエーイみんな待ってるぜ熊牧場。ここは登別熊牧場。だからね、みんな覚えて帰ってください。みんな覚えて帰ってくださいね。まったくよ。ノリノリで登別熊牧場のソングを歌ってしまうんだから。知らない人は登別熊牧場で検索してくださいね。YouTube で。多分出てくるんで。はい。知らない人は検索してください。もう。検索してください。もう。おもろいね。あ、そう。そうそうそう。あ、で、正月に実家に帰ってる間に、このゲームを予約でなんか見れるように配信ね、しておきたくて、やり方とかわかんないんで、どうなるかわかんないんですけど、YouTube の方にあげることになるかな？なんか、Twitch って予約配信とかってありましたっけ？幸運には熊と戦う必要はありませんでした。イノシシだけでも十分怖かったね。まあ、イノシシってだってさ、記憶にございませんって。政治家の方なんで。政治家の方かな。いや、マジでね。イノシシって会ったことないけど、あんまりいいイメージないもんね。でさ、イノシシに突進とかされたら人間ひとたまりもないでしょ。そういうような機能があったと記憶しておりました。なるほどね。政治家の方急に政治家の方なのよ。え、来年の9月のシルバーウィーク、何連休なんだろう？ 2、3、4、5連休だよ。最高じゃん。19、20、21、20、23休みだわ。やば。激アツじゃん。激アツじゃん。だからね、そうだ、YouTube で多分上げることなんのかな。どっちかはちょっとあんまわかんないんだけど。ゴールデンウィークも5連休か。2、3、4、6が休みだ。そのね、時にね、何のゲームをじゃあなんかその予約してやっとくかみたいな、私が先にやるみたいな感じで、皆さんは後で予約配信みたいなのがどこでできるかちょっとわかんないんだけど、なんか見れるように、動画を見れるようにしとこうかなと思ってるんだけど、そのゲームを何にしようかなっていう話なんだけど、何のゲームがいいかなっていう候補が自分の中ではあって、1はドラクエ1に、ドラクエ1、2がどのぐらいボリューム感があるのか知らんから、あと何日ちょっと実家に帰ろうかもちょっとまだ悩んでるんだけど、多分30、31。そんな長くいる予定もね、いやだからあんまり配信休みたくないっていう自分の中でもね、気持ちもあるから、30、31、4日かな。長くて三が日まで3日までにして、3日に帰ってきて3日の夜から配信できるようにするみたいな感じかなーっていう。4日配信できないみたいな。30、31、1には確実にできない4日間みたいな感じかなー。いや、わかんないけど、ちょっと悩んでるんですけど。
どうしようかなって思ってるんですけど、そうしようかなって思ってるんですけど、で、そんでゲーム何すんねんって話やねんって。でな、ドラゴンクエスト1か、1、2のな、リメイクをなんかやろうかなあみたいな。3日とか4日ぐらいあったっけさ。終わらんかな。てか、そのゲームをやってる暇じゃあるんかっていう、まあ、それ作ってやるしかないんだけど、ガチで。マジで、隙間時間でちょこちょこやって、それを全部つなげて、そうだから何時間かのパートに分けてみたいな感じがいいか。一発で8時間を1日にゲームやる暇、私にありますか？寝る時間なくね普通に。ないだろ、マジ。でもそういう風にしようかとね、ドラクエか、それでもなんかその単発ゲームみたいなのをなんかたくさんやって、それをその何日かに分けてやるか、どれがいいかなって話をしたんだけど、でもね、これはね、熊九条さんとかに言ってもね、好きにしたらいいかなって言って終わりの話なんだけどね、悩んでるって話。アークか。アークやる気持ちマジでちょっとね、マジで 0.1 って感じなんだよな。いや、アークがおもろくないゲームだとかそういう風に思ってるわけじゃなくて、なんかね、一歩かなんかそのね、踏み出せない自分みたいな感じなんですよ。踏み出せない自分がいるって感じ。むずいですね。アークかタルコフしか流行ってない今。気持ちはないけど、歯医者は視聴率多いからね、まあ好き。通り好きな。いや、だけさ、それさ、なんかさ、アークは確かに視聴者さん多いかもしれないけどね、なんかその注目度があるという意味では、もちろんその通りなんだと思うんだけど、逆にさ、みんなやってるから埋もれないっていう気持ちもあるんだけど。みんなやってるから埋もれるみたいな。アークなぁ、まだ、いや悩むよな。なんかね、そのね、物をロストするっていうゲームがね、あんまり向いてないんじゃないかっていう。なんだかんだ今圧倒的タロコであるんですけど、今、それはそうだよね。あ、芋焼酎さんこんばんは。いらっしゃいませ。悩むなぁ。でも結局やっとくっていう感じなんで、その時にできるわけじゃないから、なんかやってるのを取って、それをなんか後で見れるようにしておくみたいな感じなんで、悩むね。でもまあ、候補に入れといてもいいな。うーんと。今、視聴率27万とかいる。タルコフもね、本当にあんまりやる気ないんだよね。製品版と製品版じゃないっていう違いも全然知らないんだよね。マジで。マジでやる気持ちが全くなくて、マジで知らないんだよね。まあ、乗っかる。だからさ、そのさ、腰が重い。その、アークもタルコフも、腰がめっちゃ重い。おもろいんだろうなっていうのはわかる。そんだけ人がやってるし、いろんな人やってるし、おもろいのはもちろん
まあわかるんだけど、多分、あんまり興味がない、この、ロストする系とか、なんかね、なんかあんまり、うん、あんまり、あんまり、あんまり、うん、あんまり、そう、うん。いや、それで結局もう一回よし頑張るぞみたいな感じなんだろうけど、なんかね、自分の性格的なことでね、もう一回頑張れんのかなみたいな。うわ、もう、慣れた終わりなりそうみたいな。ね、そう。なんかね、マジでね、なんかその、いや、言ってるけどタルコフは、だからタルコフで鬱になったって人を知ってるから、なんかマジでやりたくねえっつうのもあんの。怖い、怖い、普通にやるのが怖い。その人、なんか、みんながなってるわけじゃなくて、その人がたまたまなんと思うんだけど、待って待ってなんかルドさんサブギフ5名様に、やだ、ちょっとありがとうございます。急に、ハッピーバースデー私、また始まって。いい肉の日、ハッピーバースデー。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとう。ありがとうの儀を行う。ちょっと待ってくれ。ルドさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何も今日、タラコフって聞こえてしまいついて。タラコフやってほしいのルドさん。マジでタルコフ、マジで興味がない。なんつうか、マジで配信さえも見たことがないの。だから他の方がやってらっしゃる配信も覗いたこともないんですよ。タルコフに限って。本当に。深く、なんかその、難しく考えすぎなのかもしれない。ありがとうございます。5名様にサブギフを、ルドさん、ありがとう。いい。やるしかないのか、タルコフ。やるっきゃないのか。タルコフ、タルコフ方角分からなくて挫折したので、その先を見てほしいけど、分からなかったら苦行で他のゲームで GTA で強盗しよう。いいね。GTA いいね。ただタルコフはハマると思うけどクソむずい。タルコフハマると思うけどクソむずい。向いてなさそう。ありがとう。いや、むずいね。高いのもな。いくらすんのタルコフって。アーク6000円じゃん。タルコフっていくらすんの正規品。製品版か、製品版。いや、私は普通に正月はだらだらドラクエやってるやつを流そうみたいな思ってたのに、今一番高いの、今1万弱。今、セールやってる。セールやってても1万弱するの。なんか、聞いたんよ、もともと3万以上したらだいぶ安くなった。そうなんだ。なんか、何が違うんだって話でしょ。だからなんか、カバンがでかいんだっけ。なんかそういう話なんでしょ。なんかなんか物を拾うっていうのかわかんないけど、バックパックみたいなのがでかいみたいな。スチーム来るまでクソ高か。なんか聞いた、それは。高いというのは聞いた。やばい。これ3万とかやるんだったら、もうちょっとお金貯めて、不設2頑張って、なんか当てるわ、みたいな気持ちになっちゃう。高いのはな地図がない、コンパスもあるとか、そういう話なんだ。そうなんだ。
ことね。スイッチ見てくるか。よいしょっと。売上トップ。タルコフ普通の今なんか出てる価格では6370円か。35円か。6375円だけど、タルコフのなんかプレパラフォアエスケープエディションみたいな14,195円。もともとの価格は16,700円が 15% オフで14,195円みたい。みんな参加できるパルワーもいいけどね。あ、そう、パルワールドね。ブラックセルでこれやろうかなっていうゲームはありますか？いやね、ないんだよね。それもないんだよね。とさ、パルワールドに関しては、パルワールドはやってみたい気持ちはあるんだけど、サバとか立てるとかが全然わけ分かってなくて、そういうのを調べないとちょっとね、できひんみたいな感じかの。なんかね、欲しいゲーム結構買っちまってる感は、だからあとやるかどうかみたいな感じはちょっとあんだよな。ブラックセールって今何やってんだ？ブラックフライデーか。ブラックフライデーじゃない。なんかおすすめのゲームは逆にあるんですか？みんなのおすすめのゲームはあるのかい？タルコフとアークはおすすめされてるから、まあ、それはそうなんだけど。いやー、でもいつかはタルコフもなんかな、やりそう。配信してるから。セールでデッドバイデイライトのアドベンチャーが98円。98円なんかそのダウンロードコンテンツみたいなのがですか？98円。やばいね。デッドバイデイライトもね、やったことないんだよね。持ってるような気がするんだけど。なんかタルコフ思ったよりも明るいぞ。なんかもっと暗いかと思ってた。レイドごとリスクを伴うハードコアな一人称エクストラクションシューティングゲームです。ゲームやプレイヤーや AI の戦い、アイテムを収集し生還するのです。リアルな戦闘、武器のカスタマイズ、サバイバル、取引、そしてクラフトによってこの過酷な、オンライン体験を作り上げています。こんな感じなんだ。みんな何のモードやってるのこれ。ハルコフの夜は見えないぞ。どういうこと？あ、夜の暗くなったら見えないってことね。なんかナイトモードみたいななんかつけたのこれ。設定いじらないと見えないや。脱出するの。単なる PVP や PVE ではなく、あらゆる選択が生存できるかどうか直結する姿になっている。全てのレードはユニークなシナリオとなり、リスクを取ると戦利品を持ち帰ることも、あるいは全く脱出できないこともある。
ん。テープ行きます。おやすみ。はい、たっちゃんさんありがとう。おやすみ。はい、キムさんもありがとう。おやすみなさい。なんか、おまかんじゃねえのかっていう。おまかんじゃないかっていうレビューがあって怖いな。え、そうなの？動物のぬいぐるみの機械似たようなゲームでなかったっけって。なんとかアリーナって名前試しにやってみる。あれ、なんとかアリーナ。んだそりゃ。なんか人と戦わないモードみたいなのあるってこと？真面目な顔でどうした？何かあったのか？いや、なんかタルコフのなんかレビュー見てる。結構辛辣なこと書いてんなと思って。RPG 系も多く安売りしてけどやり始め止まんない。そうなのさ、そうなのさ。そうなのさ。さ、グラセフのさ、もう5ってさ、なんかさ、なんかいろんなモードあるじゃん。なんか結局みんな何やってんのって思うんだけど、なんかグラセフも実はね、買ってるから持ってはいるんですよね。なんかみんながやってるやつってなんなん？グラセフの何やってんのって感じ。PVE モードがあったはず。タルコフはすぐやらなくなってもいいならいいと思う。買ってみて合わないくて、まあいいやもやんなくてもいいみたいな感じになってもいいならってこと？じゃあオンライン一緒にやりましょう。どれを？具合はちょっとだけやってやめた？そういう感じなんだ。どれのオンライン一緒にやるの？タルコフ？ GTA？ GTA？ GTA どれなの？何でみんなでオンラインするのそれ？確かに一人でやるゲームでもあるかもしれないけど、皆さんでやってるイメージ強いね、今。その GTA、グラセフはさ、エンハンストってやつなんだ。これがみんなでやるやつなんですね。そうなんだ。そういう感じなんだ。いやグラセフの方がまだ正直タルコフとかよりはやりたいかなっていう気持ちあるね。そんだけごめんだけど、流行ってようが、みんなの注目がありようが、やったらなんか見に来てくれる人もいるのだろうが、何だろうが、そんなにごめんだけど、前向きな気持ちになれてないじゃん。でも、何でもかんでもやらずにして、やらないのも良くないことわかる、そら。そう、だからだから、ハマれば大変とか、そうなんですよ。配信してるから、いずれはやらなきゃいけないんだろうなっていうのも
なんかあるんだけど、それはあるんですけど、あるんだけど、あるけどねっていうところ。余るはちょっと時間いる。タルコフはフロムゲーの FPS 版って感じ。あ、そういう感じ。それよりはグラセフでワインをやった方が合いそうで。いや、そうでしょ。なんかさ、難しい顔してさ、なんか後ろからわかんないけど撃たれたりとかしてさ、せっかくここまで頑張ってやったのにとかさ、わかんないけどさ、みたいな感じのやきもきするよりかは、なんか、いやーとか、うわー引かれたとかわかんないけど、やってる方が、向いてんじゃねとは、思う気持ちありきり、それはそうなんですよ。いや、もちろん、いや、そのフロムゲーってことだから死にゲーってことだもんね。フロムゲーやらないのもさ、そういう理由ないよな。なんかさ、その、いや、覚えて、じっくりやって、その、なんつうの、そのボスとかわかんないけど、敵を倒すみたいな。なんかそれが面白いのはわかる。だけど、そこに面白さがあるのはわかるんですよ。だけど、自分にじゃあそれが、なんかその、向いてるかどうか、それを自分が楽しめるタイプかどうかっつうのはまた話が違うみたいな。やったら、ハマるのかもしれない。やったことがないだけで、だから食わず嫌いみたいな感じは、タルコフもアークもそうだけど、その、フロムゲーとかもそうだけど、まあ、それもわかるんだけど、そうそう。いや、別に言われながらやるとか、私もそう考えてないけど、そうなのよ。自分に向いてるかどうかっつうのは、別の話なの。流行ってるのは、世界で流行ってるのは、それはその通りだと思うんです。タルコフは AVE だけダメ。そうなんだね。まあ、いろんなそういう考えみたいなのがあるんだ。防具貫通できないダメージだったら、そうなんだ。そういう難しさみたいなのあるんだ。ちょっとなんか面白そうなゲーム見つけたんだけどね。これできんのかなこれ。あー。これ、大人向けコンテンツ全般。リスナー側で見たかと見なくて見ないでしょうね。まあ、それはそう。自分が楽しめるかどうかっていうのと、だからみんなが見て楽しいかどうかっつうバランスなんだよな。基本的にはでも自分が楽しくできなかったら、なんか、楽しそうにやらなかったら見てる人たちも面白くないっつうのは、それは当然だと思うから。これなんだよね。あ、これ、映そうかな。映るかなちょっと。時むずいんだよな。あんま映ってない。入ってないし。マジで。むずいよね。面を映そうと思う。ゲームのブラウザーの画面映そうと思う。あ、これやめて。やめてね。それやめてね。キャッターちょっと待って、怖いんだけど。
どうしよう。映せないな。怖いな。怖いの。送られてきたからやってるだけで面白いと思ってやってるわけじゃないって話もいるから、そうなんだ。なんかその、みんながプレゼントしてくれてみたいな。あ、そういうパターンもあるんだ。する。直ちに。何も見なかった。みんな何も映ってないね、今。いいね。何も映ってないね。いいね。自分映ってないね。映ってないのはまずいね。にいればいいんだ。ツボゲーの派生なんだけど、自分消えた。はい。自分でかいな。ちょっと待って、困ったにゃ。よいしょ。これでいいか。変かよし。これいや、ツボゲーの派生なんだけどさ、名前がさ、ザコのアヒルでさ、なんかさ、この子にさ、煽られながらなんかさ、やるらしいで、諦めないよとか夢のひとときってなんかそのエッチなこととかなんのかな。なんかね、全世界のザコども煽られる準備なさいとかなんかザーコとか言ってくれるらしいよ。まずいかな。まずいかな。配信まずいかな。まずいか。わからねえ。わからねえよ。わからねえよ。おもろそうじゃないこれ。これ面白そう。つぼ系、つぼじ系。タルコフこれね。タルコフ見てて。普通になんかこのブラックフライデーの中身を見てて、何が映ってるか。大丈夫ね。プラネットコースター2。わジェットコースター面白そうだな。わあ、これやりたいやつだ。セドマイヤーズシビライゼーション。これやりたいやつだ。やりたいやつだけど、絶対時間解けるやつだと思ってやってないやつだ。しかも高い。高いんだよ。信長の野望。あー。タラコフの話してましたか遅刻とか。時間絶対できるやつで、6話やったなんか、私、何もやったことないんだけど、なんか、なんだっけ、カターみたいな感じでおもろいのかな、リアルカターみたいな感じでおもろいのかなとか思ってて、興味はあるんだけど、やってないみたいな。聖剣伝説もおもろい聞くから、やりたいんだけど、お、遊戯王じゃん。アーリーデイズコレクション、なんか今までのやつ全部なんかまとまって入ってるみたいな感じらしいんだけどね。で、そうなんですね。今出てるのがこれ7なのかな。この獣ティータイムってやつもなんか可愛いんだけど。セールで
店に懐かしかった。遊戯王のやつ、そう、クソ。だから買わないがいい。遊戯王のやつ。遊戯王のやつは、なんか、わかるよ。なんかその、別に何かが新しくなったわけじゃなくて、全部の、だから今まで遊戯王のカードゲームのやつが、なんかまとまってるみたいな感じのやつだっていうのをなんか知ってるから、なんか作業ゲームみたいな感じになるよね。あれ、なんか見たことあるけど。KOF は何なんだ？どれだ？どこにやったっけ？これね、さっき言ってたやつ。グラセフ。エンハンスト。みんなでやるならありかもしれない。ハルコフはね、なんかマジでやるの気が進まねえな、どうしようみたいな感じの話をずっとしてるって感じかな。これ神ゲーだ。獣のティータイムかわいくねこれ。何するゲームかわかんないけど。獣のティータイムは獣耳が当たり前に存在する世界で喫茶店を舞台にブレンドティーのシミュレーションと可愛い物語を体験できます。この世界で等しく生きるに甘いティータイムと可愛いの癒しが必要不可欠。メロディカルに可愛く最後まで人らしく生きましょう。ドット絵なんだね。カポパクさファサ白いゲーム。メモリー多くないときついっすよ。どれがハルコフ？こういうゲームが好きなんで私は。めちゃくちゃ可愛くない？可愛いだけではありません。ご不安な方はデモ版をプレイしてください。防衛軍タルコフね、メモリー問題はあるかもしれない。確かに地球防衛軍もありですね。こないだのカードゲームより簡単よね。そうだよね。簡単ではありますよね。カードゲームまだ先あるし、あれマジでパニック。私本当に頭クラクラしたもん。待って、今何するんだっけみたいなやつやばい。地球防衛軍は割とありかもしれない。虫が無理な人はちょっと見るのしんどいかもしれないけど、虫戦うやつだよね。なんかね、全然やったことはない。あ、これだ。これやりたいんだよな。シドマイヤーズ・シビライゼーション7。一人でもできるのかな。なんか陣取りみたいな感じだよね、多分ね。RPG スクール MZ。1万1578円が 63% オフで3807円。安っ。買いですな。買わないけど。カウントシティね。こういうチル的な、何するか分かんないけど、チル的なゲームが好きなんよ。シビライゼーションはソロでもできますか？おー、いいですね。あ、ちなみにこういう信長野望とかこういうね、歴史的なゲームは別に嫌いじゃないね。やらないけど。このファストフードシミュレーターちょっと気になってんだよな。けどなんか、おにぎりとかと結局一緒やろうな、みたいな感じに思ってて。なんかやってない。タガフルはもう買ってますのでできます。ダウンロードしたらできます。何のゲームがいいんだろう。キンハートが。うわー、でもキングダムハーツって配信ダメそうだよね。だからディズニーだからさ、結局。配信ダメそう。調べてみたらわかんないけど。天使とかハマればもらう。剣士あった、これか。さらに強くなる。生き残る。なんかすごいこういう感じなの。剣士ってなんか想像したら剣士とちゃうんやけど。
直線的なストーリーよりもオープンワールドにおける自由探索がメインテーマの舞台、ベース、RPG、商人、盗賊、反乱分子、軍のリーダー、冒険家、農民、奴隷、発展は人食い人種の餌となり下がるかはあなた次第。操作性が合わなかった。これ面白い。私は比較的ライトなゲーマーを自認していますが、このゲームのことを時々思い出したら何十時間プレイして生活を破壊するというサイクルが人生の組み込まれつつあります。助けてください。ロールプレイが好きな人、私と同じことに目に合う確率、同じことの目に、なんか日本語がちょっとあれだね。同じ目に合う確率が高いと思うのでおすすめで、続編も楽しみにしています。神ゲーです。愛しています。面白い。いろいろとロールプレイ考えてやると楽しい。これなんか面白そう。これいくら ?1400 円。いいですな。なんかでもチルゲーばっかりやんのなみたいな。でもなんかね、チルゲーを挟みつつなんかやりたいみたいな。なんかその結局なんかメインでやってるゲームがあって、なんかその合間とかでちょっとずつ進めていったりとかするゲームがなんかいいなみたいな。なんかそういうのもあってもいいのかなみたいな感じに思ったりなんちゃったりしてるみたいな。ドラゴンボールスパーキングゼロ。ちなみにぷよぷよは死ぬほど下手くそですね。リビッツビッグアドベンチャー。いいじゃん、こういうのみんなでやりたいよ。こういうの。観光婦で稼いだら貴族の遊びで襲われて奴隷落ちしたりで、怖いゲームじゃん。リビッツビッグアドベンチャー弟7590円で高っ。それが 67%2504 円。何すんの？ PC 用に改良済み。プレイステーションのアイドルリビッツがマルチプレイ型 3D プラットフォームで帰ってきた。なんかもともとはプレイステーションとかのゲームだった。そうなんだ。怖いですね。めっちゃ安くなってるね。PS のリビッツ友達やりましたか？面白かったね。絶対みんなでやったら面白いよね。悩ましいなぁ。この魔女系なんか流行ってるよ。結構いろんな魔女系あるんだね。こういうのもみんなでやったらおもろいんやろな。ブリーチブリーチと聞いてガタ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 ブリーチと聞いてうわー戦うのこれ。ドカポンやりたい。ドカポンいいですな。ドカポンもでも持ってる山本源流祭重国ちゃん。これは友情破壊ゲームじゃないですか。そうドカポンあんま得意じゃないけどね。格ゲーなのかなこれは。戦うだけなのか。戦ってどんどんなんかあれだなんかなんだっけ、ワンピースのグランドバトルみたいなそういう感じか。これやりたいさ。うちプラネットズーやりたい。プラネットズーやりたいんだよね。プラネットズーやりたいんですよね。プラネットズーやったっけさね、プラネットになっちゃうかなと思っててやってないさ。フィッシングプラネットやってるのにプラネットズーなんてやっちまったもんだったらプラネットになっちまうじゃねえかと思ってやってないんだけど
めっちゃやりたい。おもろいかどうかは知らんけど、なんかめっちゃやりたいんですよ。しかもなんかめっちゃ、プラネット2アルティメットエディション22,234円。何がどうなってんのこれ。何がどうなんのこれ。これ何がどうなんの。めっちゃ動物出てくるみたいな感じかなこれ。これめっちゃ何するゲームかも分かってないんだけど。いいな動物と思って。ああなるほどね。うわ楽しそうやりてー。絶対時間解ける。だからやってないの。絶対時間解けると思ってやってないんですよ。うわジョジョはネタバレになるからやってません。みんないろんなゲームやってるね。いやだからその正月だから何するかっていう話なのよ。だから正月何しようって話なんだよな。あ、ペイデーね。なんか強盗するゲームみたいな。うわ、デスノートとかってゲームあんの？デスノートキラー、ウィズイン。これアトリエシリーズも死ぬほど好きだから死ぬほどやりたいんだけど、ね、そのね、アトリエシリーズ死ぬほどやると死ぬほど時間かかるから困っちゃうよねっていう話。うわー、FF も1からずっと全部やりたい。ペイでやるとエイム良くなるぞ。本当？良くなる？猫になって遊ぶやつちょっとやりたいんだよな。本当は犬が好きだから犬がいいんだけど。猫じゃなくて犬の方が好きだから犬になってクロスヘアない。そういうことで良くなるみたいな話。ああ、そういう感じなんですね。スカイリムとかあるよ。だこれあれだ、アップグレードのやつだ。もともとのやつじゃない。電気街の喫茶店。あ、秋葉の話？ロックマンエグゼアドバンズドコレクション。ロックマンはやったことない。このゼロ式やったことない。なんかおもろいんかな。なんかちょっと違うやつ。めっちゃセール来てるね。でも本当にかかりもする。時間かかりまで。そうですね。メイド喫茶経営するゲーム。はじまりさん詳しいの。うわうわわわわわわ。アーベステラ。雰囲気 FF っぽいなと思ったら、やっぱなんか救いにって書いてるわ。何するゲームなの？開始1時間も経てないけど2022年に発売されたゲームとは思えない。ゼロ式はいいぞ。ゼロ式いいのか。ゼロ式やってみたいな。ゼロ式じゃなくて零式って読むのかあれ。もしかして FF 的に言ったら零式なのかこれは。ゼロでいいのかこれは。零式じゃなく零式かゼロ式か。それ釣りゲータグあったからやったけど微妙だった。何なんか釣りゲータグちょっと待って。
ヌードひ、ちょっと誕生日を入力しないと次に行けないっていう、これ、罠だろ。これ罠だろ、怖すぎる。ただこれは閲覧できないっちゅうわけで。これ微妙だった。これ微妙なんだ。これああ、怖かった。怖い。年齢入れてくださいと。怖すぎるだろ。何がいいんだろう。なんかね、やりたいゲームだから、積みゲーがめちゃくちゃ多いから、積みゲー崩したいっていう気持ちはあるんだけど、だからなんかその、いつやるのみたいな。それだけなの、本当にそれだけ。ちゃっちゃとゲームやらないと、私死んじゃうよ、本当に。マジで死んじゃう。ゲームを全てやるか、私の寿命が尽きるかっていうの、本当にこれ、マジで。レースだから、本当。鬼武者。やったことないんだよね、鬼武者。鬼武者もさ、ちょっとさ、なんかさ、血が出そうだからさ、ゲームは積むためにあるんですよ。本当に俺さ、ルーンファクで株育て、ルーンファクトリーもね、やってないですね。シリーズめっちゃあるじゃないですか。なんかね、やったことはある気がするんだけど、なんかそれ以降やってなくて、ね、めちゃくちゃシリーズあるから、だったらさ、あれやりたい。あれいいじゃん。動物の森、牧場物語のなんか最近出てるやつどう？あれいいじゃん。なんかこれちょっと気になってんだよな。ギャル、星、ダブルピース。フロンティアハンター、エルザの運命の輪。マジでゲーム積まれまくってるよ。だって本当に積まれまくってる。株育てるほかないの。あとルーンファクトリーは株以外はダメなんですか？やっぱ稼ぐのには株一択みたいな。なんかあるよね、そういうの。リモート生活、ファンタジー。マリさん、なんかこれ辺あれだね、なんか東方系なんか結構ある。しかもこれ11月21日に発売したばっかりだ、これ。700円が630円。何するゲームか全くわからない。ヘイデイ3。ヘイデイもなんかめっちゃ、新素晴らしきこの人か。うわ、めっちゃ好きだったな。ファイナルファンタジー 6？ なんぼこれ 6？4？3D リメイクとかあんだね。スタデューバリーだっけ？いいですか？いや、持ってんのさ、それは。もう、それやるそれやるでもちなみに、お正月でやるのはまた別になるかもしれない。なんか、正月一人でやるそれ。畑育てるか。むずいな。みんなでやるみたいな感じのやつで始めてみるのはいいかもしれないですね。スタデューバリューだっけ？スタデューバリーだっけはさ、なんかみんなでできるでしょ確か。まあ、持ってる人になるだろうけど。スタデューバレーか。ごめんなさい。スタデューみんなありがとうで。スタデューバレーね。スタデューね。スタデューじゃ、スタデューね。スタデューバレーね。スタデューじゃなくて。スタデュー。むずっ。スタデューバレーね。全然持ってんのさ。いや、できんですよ。だから本当に。全然できるんですよ。スターデューバレー。
僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、イケてる地下鉄を作ろう。イケてるという概念。つまりカードコレクションを捨てられた。だからゴミ捨て場を丸ごと買ったのさ。えぐ。いや、やべえ、UNO やりたい。やべえ、UNO やりてえ。シンプルUNOとかめっちゃやりたい。ホグワーツレガシーは持っててもやってんですけど、この結局見た目が変わるだけでさ、能力が上がったりとかするわけじゃないのよね、こういうの買っても。UNO ってローカルルール多すぎるよな。まあ本当にそうかも。いや、UNO とあれ大富豪はローカルルールめちゃくちゃあると思う。うちは8切り、矢切りとか言うんですよ。言い方も違うしね。8切り、ジャックバック、スペードもやってたかな。8切り、なんか、ジャックバックぐらいかな。なんか、ローカルルール。ジャックバックって言わないじゃん。ジャックバックって言ってたんだけど。半ゲでできたら、熱っ。半ゲ熱っ。やっぱ半減アカウントやみんなで作ってやるしかねえか、UNOできんだったら。今できるのかどうかわかんないけど。シンプルなゲームやりたい時ありません？なんか、もう何も考えなくていいみたいな。考えるんだけど。半ゲの大富豪やったことある。いや、いいじゃん。みんな大富豪やりたいね。めっちゃやりたい。いや、一応、大富豪に関しては、みんながあれ持ってればできるの。なんか、スイッチ持ってて、あれなんだっけ。遊び大全持ってるんだったら、遊び大全持ってるんで、ね、スイッチでさ、みんなでオンラインでやるっつうのがさ、結構なんかハードル高い気がしてて、あ、カッパラさんいらっしゃい。なんかハードル高い気がしてて、なんかそのみんなでやろうと思ったっけさ、任天堂なんちゃらみたいなの入んなきゃいけないみたいな。で、お金かかるでしょ。なんかそういうのが結構あるから、実はスイッチのゲームみんなでやるってハードルとか高いんだよな、みたいな。なんか、まあ、家に集まってやるとかはさ、昔ながらでさ、お金もかからないし、やっぱああいうのはいいかもしれないけどさ、今の時代って結構そういうの少なくね？いや、豚モノポリー、喧嘩なるやつ。考えなくていいもの。にゃーん、何それ。にゃーんビーっていうゲームあるの？なんか私の名前私の名前そんなゲームがあるんですか？にゃーん。タラさんも帰ってきてる。いや、何のゲームあんのかなーっていう、そのなんかブラックフライデーだっけ？なんか見てんだけど、今。あと、正月にやるゲームどうしようっていう話と、アークと、なんか、タルコフは、ちょっと腰が重いねっていう話をずっとなんかしてるっていう。で、なんか、どんなゲームが今安くなってんだろうねっていう、なんか眺めながらみんな喋ってるみたいな感じなんですけど。足の長い猫を操作して戦うスマブラみたいなゲーム、そんなんあるんや。これこれね。デトロイト・ビカム・ヒューマン。なんかそれみんな言ってるよな。ソーセージ・レジェンド・アリーナ。なんかもうやばいじゃん、やばいじゃん。これやばいじゃん。これ、リリース日がにゃんにゃんにゃんだ。これ、2月22日だ。2024年だから、2022年とかだったらもっと天才だったかもしれないけど。大乱闘物理演算シリーズもゲーム。猫っぽい謎の生き物の尊厳をかけた熱い戦い。最後まで勝ち残れば真の猫かもしれない。任天堂スイッチでも出てるね。ゆるいね、これすごい。
ゆるいね。デトロイトビカムヒューマンみたいな。どこ開こうこれ。出てこない。あ、これか。え、これ4500円、900円なってるよ。配信者向けゲームなの？これ？何するゲームなのこれ。機械が人間よりも知的な育ちだった近未来の世界が舞台だったらデトロイト・ビカム・ヒューマンでは人類とアンドロイドの双方の未来があなたの手に託されることになります。あなたが下す決断の一つ一つが他の類を見ないほどの複雑に分岐するゲームストーリーの結末を左右します。だって。これ安い。めっちゃ。おすすめ？ルーキー分とめちゃくちゃするイメージ。これいいかもしれない。あり。あり。ストーリーとか好きな人ならいいじゃん。ストーリーとかね、ポンコツだからすぐ忘れちゃうタイプなんだけど。やるならでもこれはお正月に一人でやるとかっていうよりかみんなでやった方が絶対いいゲームだね。ソーセージレジェンドアリーナね。ソーセージレジェンドアリーナ。これ近日登場だってもうだからゴーフィー嫌いなんですよ。ゴーフィーめっちゃ嫌いなんですよ。めっちゃ嫌い。もうゴーフィーでいいんじゃねえや。もうその気持ちわかる。そのぐらいの気持ちはわかるんだよ。はじまりさんマジでゴーフィーめっちゃ嫌いなんよ。マジで。ゴーフィーが悪いわけじゃないよ。もちろんゴーフィーを悪く言ってるわけじゃない。私がめっちゃ嫌いなだけ。本当に。めっちゃ苦手。これみんなでやってんの？これもうできんの？これ早期アクセスに近日登場ってもうできるの？それなんかこのライブの人やってもうやってたの？これ呪文連打がうざすぎる。ゴーフィーね。ゴーフィーわけわかんないんだもん。だってでもさ、上手い人めっちゃ上手いじゃん。なんか似てるのがあったよな。このソーセージの何？これやばいじゃん。これやってみたいね。おもろ。すごいシュールだけど。あなたは中世のホルドに貴族たちの道楽であるソーセージの決闘で命を懸けて戦います。自由水のためにはこの狂気の決闘で勝利するしかありません。友達同士の、ね、2対2で2モードで戦おう。やば。君たちはどう生きるか。やべえ。いや8割運だよ。だってゴッフィーだってカード運だもん。だってあれそうだよ。うわー悩ましいな。本当に何がいいんだろう。マジでまだ悩んでる。てかもうでもさ、本当にお正月までさ、タイムリミットが結構やばいからさ、やるゲーム決めて、なんかお正月帰るから構成レジェンド新作らしいです。新作無料でできる超将棋もおすすめ。いや私将棋もやってないんですけど、それは何ですか？将棋の駒で物理化でやって戦うみたいな感じですか？それとも将棋をやりますか？すごい強い豆腐。
すごい強い豆腐らしいよ。豆腐のゲーム。これ豆腐の作り方学べるぞ。いやありがたい学習ゲームなんだ、これ。おお、番外に弾きそうが勝ち。なんかその、バトルするみたいな。豆腐の製作過程が実証のやつですね。なんでみんなそんな知ってるの？ソーセージレジェンドもっと別のやつがあるんだ。新作じゃないやつがある。だから新作が出るんだ。怖いな。怖いな。ちょっと待って、もっと待って、ちょっと待って。でもソーセージレジェンドアリーナってやつ、1個しか出てこないんだよな。新作じゃないやつはどこにあるんだ？関連とかでも出てこないんだけど。怖っ。怖すぎる。超将棋、これね。このゲームでは互いに駒を動かして相手の王将を番外に押し出すことで勝利できます。すべての駒は物理的に動き、他の駒の位置に影響を与えます。駒をデコピンに飛ばす感覚が近いでしょう。例えば、飛車であれば全方向に飛んでいき、味方の歩兵もろとも敵の陣地に突っ込むことができます。アンサー。そういう、いいですね。なんか動きとか覚えてなきゃいけないのかもしれないけど、なんかちゃんと将棋の駒でここに一手ずつやるみたいな。なんて言えばいいんだろう。将棋マジでわかんないから、それを覚えなくていいのはいいかもしれない。ちょっと。なんかすんごい安くなってるゲームが多いから今は買いだろうけど、だからこういう時にさ、なんか買いだめてさ、結局やりませんみたいなのが多いからさ、なんか悩ましいのね。本当に悩ましい。悩むな。どうしたらいいんだ。本当にあたいはどうしたらいいんだ。一体あたいはどうしたらいいんだ。正月家にいる時間もだからもったいないんだよね。リングフィットやりたい。リングフィットってあれでしょ、なんかさ、なんだっけ、フィットネスっつうのやるやつでしょ。リングフィット、そうだよね。正月見て持ち目だからリングフィット見るのいいですね。持ちためだから私がリングフィットやってるやつ見るのおもろいな。でもみんな持ちためてるんやろ。ありか。年越し配信、いや年越し配信できない。私実家帰ってるから年越し配信できないんよ。いや年越してから実家帰るっつうのもてか、いやダメだ、うちNHK 見なきゃいけない。紅白歌合戦見なきゃいけないよ。うち家にテレビないから紅白歌合戦実家帰ると見れねえのよ。花が出るんよ。花とさ BE ファーストが出るから家帰って見なきゃいけないのよ。年越し配信とかやりたいけどな。やっぱやった方がいいんかな。いやでもみんなはみんなでさ、家族と過ごすじゃろ。過ごさんのかみんな正月。推しのためだけに帰る。いや違う、推しのためだけじゃない。普通に実家、盆正月は実家に帰るようにしてるってだけで。じゃないと本当にお母さんに一緒会わない。家族麻雀しかやらない。そうなんか家族の記憶失ってる人いるんだけど。ジャンタマイ配信できないけどね。配信ができないの本当に。いや実家で配信ができれば何の問題もないんだけど、
実家で配信ができない理由がいくつかあって、もちろん、1個はもちろん環境が整っていないっていうこと。みんなでゴルフイットね。ゴルフイットもさ、結構出るよね。話題に。ゴルフイットもありだな。みんなできるやつがいいってことだよ。なんかそう環境的にそもそもできない。全ては環境なんだけど、その配信機材がもちろんないですよみたいな。それはそうなんだけど、正月に実家にその帰ったら、もうみんないるから、なんかそのおいおいめいが、マジですごいと思うわけ。おいおいめいが何やって感じだし、どれうんこできるかなかった今。どこにあった？どこにあった？あ、これね。そう。これしかも11月19日出てたばっかりだって。そう。で、なんか、そういうのもあるし、もちろん、うるさいっていうのもある。だからその、苦情的な意味で、家族からの。うんぴ操作して、なんかマリオのうんちバージョンだよこれ。やってることは一緒よ、マリオと。うんちインパクトって感じ。あなたのうんこ。やばいね。自分だけのうんちカスタムすんだって。ネオンに彩られた世界を駆け抜けろ。やる人いるだろ、ニボさんとか。ニボさんとかさ。ニボさんとかニボさんならやるだろ、うんこテクニカ。ニボさんとか。ねえ。やるだろ。なんだろ、ニボさんとかもうレベル書いてんじゃねえか、ニボさんとか。マジでよ。もうちょっと悩みますわ。普通にだからもう、だからドラゴンクエストとかやって、なんかそういうのをお正月みんなが見れるようにと思ってたけど、なんかもうちょっと考え直した方が良さそうだ。リングフィットってちなみにだからさ、あれだよね、スイッチの方だよね、スイッチの方。もうないじゃん。なんかもうわかんないゲームばっかりだ、ここまで来た。体重なんてもうあれだ、架空の体重するわ、そんなん。架空体重だわ。なんかもう、50キロとかにしてさ、絶対50キロとかにしてさ、50キロからいくら痩せるかみたいな感じにしてさ、でも60キロとかにしてさ、どこまで痩せるかみたいな感じよくない？そんなんさ。もうリアル数字入れない。あれ、あかんの？あんなんリアル数字入れるやつおんの？配信するのに。そっか、体重とか出んのか。怖いやん。もう100キロから痩せるとかもいいんじゃない？焼肉シミュレーターだって。いや、もうお腹すくやん、ぶち切れ。お腹すくやろ。たまにバレてる人いる。やだ体重なんか知ったっていいこと一つもないんだから。誰が得するの？体重なんか知ってさ。なんかでも有名な配信者さんとかがやってて体重バレて、あ、やべえじゃんみたいな。なんかそれ切り抜かれてる見たことある気がする。あ、安くなってる。安くなってる。もともとこれか。出た。油かたぶら。私のおすすめなゲーム。
おぬぬめ。ここまで来てようやく出てくるの。リングフィットやるんだったら、なんかリング買わなきゃいけないんじゃないの？リングなくてもリングフィットでできるの？なんかリング持ってやるやつだよね。リングですよ、ないと、そうだよね。リングフィットって名前ついてんだから、リングないとダメだよね。みんなのゲーム何買おうかっていう、参考にもなればと思ってやっていけ。うわー、酒造物語。ワインメイキングシミュレーター。運転シミュレーターみたいなゲームはバスとかトラックの、いや、ありだけどね、全然いい。なんかそういうのやったことないでしょ、あんまり。だったらだからさ、そのさ、あれやろうやって話なら、なんだっけ、そっちだっけ。免許持ってない人がやるとおもろい。残念ながら免許は持ってるけどね。残念ながら免許は持ってるんだよな。運転できるとは言ってない。運転できるとは言ってないけど、免許は持ってんだよな。さっき言ってたのだからその、ペーパー、めちゃくちゃペーパー。あれ、なんだっけ。グラセフやったら運転もするじゃん。常夏プールパレスおもろ。めっちゃ好きなんだよね、私この、なんだっけ。カイロゲームめちゃくちゃ好きで。カイロゲームやり尽くしたら、終わったか。ほな、じゃあのってなっちゃうからさ。なんか一回もう自分の中の効率を求めちゃったら終わるんだよな。カイロゲームめちゃくちゃ好きだけど。もう2時か。めっちゃ喋ってるやん。春雪てレトロ地区。7480円が 70% の2244円。悩むな。もうちょっと悩むかな。マジで。本当に困ったな。マジで困ってる。今の悩み。マジでこれ。お正月何しようみたいな。ハンドシミュレーターめっちゃどれどれだ？ちょっと前か。よいしょ。ハンドシミュレーターで釣りします。みんな釣り進めるけど、釣りするならさ釣りするならさ、絶対フィッシングプラネットやった方が絶対いいだろ。みんな言うけど、マジでみんな何かしらのゲームで釣りしますって言うけどさ釣りのゲームやってるんだから釣りそれでさせてくれよみたいなどれ？ハンドシミュレーターってなんだ？あった？ゴーカートもある。あった？ハンドシミュレーターってやつ。ないのか。
どれだ？ありがとう。235円。これ手でいろんなことするみたいな。なんかね、長いやつやるとなっちゃう。キーボードで指10本操作するゲームなの？アンドシミュレーターは慣れまで大変。なんかいろんなことできるみたいな感じなんだ。うわ、慣れるまで絶対大変そうだよ、でもこれ。ゴーカートやってる。なんか、ちょっと、なんて言えばいいかわかんないけど、手を動かす難しさ体験するゲーム。いや、そうですね、そういうことですよ、お前。うわうわうわ、怖い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 。なるほどね。このレビューこれの釣りめっちゃむずい。みんなやっててさ、このレビューめちゃくちゃおもろいよ。この人。こんなゲーム買うくらいならユニセフに募金した方が世のため、人のため、自分のためなんかいや、言い過ぎでは。言い過ぎでは。おもろ。まあなるほどね。そういう考える方も、それまた選択だね。釣り難しそうですね。でもこれなんか手動かしてなんかやるみたいな。あ、これね、釣り。これは難しすぎて断念すると、まあ、慣れるまでだから結局なんかじっくり慣れてやっていくゲームみたいな感じで、これもなんか配信でみんなとリアルでやった方が絶対おもろいよな。なんかおすすめされているゲームが食べようと思う。これなんだ？ないな。これか。大きいアクセス。なんかブロックゲームみたいな。私こういう、もうね、だってやばいよ。マジだ、そうだ、もう2時だよみんな。私ちょっと食べてちょっと始めたら終わろうとか思ってたのに、もう2時だからね。おしゃべりクソ野郎すぎるだろ。だったら釣りやっとった方が良かったんじゃねえかと思う。釣りやりながら喋ったらよかったじゃねえか的なテキーラだけど、まあこういう時もあってもいいじゃろう。なんか私こういう落ちゲーめちゃくちゃ苦手なんだよな。なんか効率よくできる人いるじゃん。なんか落ちゲーめっちゃ苦手なんよな。シャルさんお疲れ様やで。うわみんなが期待し、なんかみんなが楽しめるお正月見てて楽しめそうなゲーム。ちょっともうちょっと考えるけど、いやでもなんかまたその今で言うその油かたぶらみたいなくくりの枠でやりたいゲームおやすみありがとう、おやすみ。くくりのゲームを探しているからめちゃくちゃ参考になったんでよかったです。
もまたやろうかな。今日はもうやらんけど、さすがにね。みんなが寝れなくなっちまうから、やらんけど。うわぁ。バイオハザードもやったことないんだよ。ちょっともうちょっと考えてみたいと思います。ちょっと悩むです。本当に悩むです。私ずっと悩んでるです。正月帰るけど、帰ることも若干悩むぐらい悩んでる。本当に悩んでる。それぐらい配信がね、なんか自分の生活に、なんつうの、大事というかさ、重きを置いてるので、なんつうか、配信しないってなんかね、変な感じなんよな。やるゲームは迷うけどね。やっぱなんかその、やりたいゲームが逆に多すぎて。米国市場見ながら見てるとね、まだまだ酔いの口見てるのに張ってるんですね。やってんな、今ちょっと。いや、悩ましいなぁ。ふもふ、不動物語よ。基礎ない。好きな人いるだろうな。魔女系は結構多いんですね。なんかみんなでスターデューバレーやるのもいいのかも。アンナーちゃんも手軽で楽しいですか？みんななんかいろんなゲームやってますね、ほんと。アンナーちゃんどれ？どれだ？どれだ？世の中にでもこんなにいろんなゲームがあると思うと、すごい世の中だよな。今の時代って。昔はこんなにいなかったわけじゃんか。こんなゲームなんて。いや、あったのかもしれんけど、なんかそれを、なんつうの、気軽にできるようになったこの世の中ってすごいですよね。うーん。リングフィット調べて終わろうかな。リングフィットアドベンチャー、リングフィットやっぱ買わないとかな。あれもあるよね。リングフィットみたいなさ、ジョジョのやつあるよね。リングフィット。うん。リングフィットアドベンチャー。60種類以上のフィットネス。筋トレ、すべて、筋トレ系、リズム系、ヨガ系。おもろそうおもろそう、マジで。えぐい格好になってるけど、これ。でもなんか、もったいないな。なんか配信だけでやるのは。もったいないな。悩みたいと思います。
みんなとゆっくりお話しすることができて、私はとってもハッピー。あ、普通に、あれやるのもいいじゃん。あんだっけ。はい、言ってたやつ。なんだっけ。名前出てこない。うわ、めっちゃド忘れした。めっちゃド忘れた。ときメモだ。ときメモ。普通にときメモするのありだ。一人でときメモめっちゃするぜ。やばいだ。ときメモはやっぱみんなで選択肢とか、なんかダベりながらやった方がおもろいから。どうするこいつ落とさないみたいな。こいつマジちょろいなとか言いながらみんなにやる方がおもろいから。よし。いやー、どうしようか。また逆に悩んでしまったんですけど。皆さんのおすすめするゲームを参考にしてまた考えたいと思います。マジでやらないと、やって取っていかないといけないので、お正月に向けてね。ガチで。まあ、どんだけの人が見れるのか、まあ、そう予約配信みたいな感じで来てくれるかわかんないけど、その配信したいかみたいなのが、まあ、ないようにしたいっていう感じなので、ちょっと考えてみたいと思う。もうマジでちゃんとやんないとあかんでよ。というわけでね、釣りしながら喋ってもよかったんちゃうんかっていう気持ちありきり、それはみんなお出すも同じ気持ちだが、同じ気持ちなんですけれども、何を言おうとしてこういう日があってもいいでしょうというわけで、もう2時が12分ですので、配信は終わろうかなと思います。この画面で終わるの微妙だから画面一回移して。もう画面をはい。ほい。よいしょ。はい。というわけでですね、久しぶりにこのお部屋画面にもなったことで、なんか結構最近来てる人はこの画面見たことないんとちゃんか？なんか見せられないよっていう画面ではさ、よく映ってるけど、実はちゃんとこういう感じになってるわけですよ、私のお部屋。お疲れ様です。普通にダベリ配信になった、最後はなったけど、明日は皆さんお待ちかね絵を描く日にちでございますので、早めに始められるように私頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。さすがに絵描くとき早くしないといけないから、ちょっとやることやってね。起きます。というわけで本日もありがとうございます。青鬼やったけど青鬼はまた謎が深まるばかりでございましたし、ゲームはやるものが逆に悩んでしまいましたしまあそういう時もあるでしょうという感じではございますけれども、はい、お疲れ様です。釣りはね、ログインボーナスもらったりとかする、ログインとかちょっとするんですけど、今日は配信なしになっちゃってごめんなさい。皆さん釣り楽しみにしてる人も多いだろうに、すまないね。釣り今日はお休みになってしまってすまないねはい、また明日やりたいなと思いますのでお願いします。では皆さんまた明日おやすみなさい。ありがとうございました。いろいろ教えてくれてありがとうございます。がゼロさん、アリゲーターさん、アートさん、イフェイスさん、イモジョウチュウさん、ロブさん、プリンセスさんか。プリンスさんだ。ありがとうございます。抹茶さん、ミノルさん、クワコジョウさん、パドルさん、はじまりさん、どうもありがとうございます。
じゃあみんなまた明日。おやすみなさいませ。ありがとうございました。おやすみなさい。See you again, see you tomorrow. 本日の配信ありがとう。お元気です。はい、くぶちゃんさんもね、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。おやすみなさい。また明日したっけね。バイバーイ。